俺、水商売の女が産んだ子なんていらねえ。急死した妹の葬儀の日、下品な顔の男が、亡骸の尊厳を傷つける汚い言葉をぶちまけた。その時、私が育てるから、その子は私が育てる。その男に怒りをぶつける甲高い声が葬儀場にこだました。張り詰めた空気の中、声の主が自分の娘と知って私は驚く。いや、弔問の全員が目を見開いた。え？大逆転の物語の始まりだった。私の名前はミナ。3歳年上の優しい夫と、今年15歳になる娘と3人暮らしだ。私の両親は10年前に他界し、その頃から音信不通になっている妹がいる。連絡がないことにイライラするが、43歳の誕生日を迎えた頃からだから、更年期に突入したのかもしれない。タイミングの悪いことに、私の更年期に、娘、のぞみの反抗期が重なった。のぞみ、おはようくらい言いなさい。何度呼んでも起きようとしない娘に、私は朝から小言を言った。うるさいな。親に向かってそんな言い方やめなさい。もう、あなたも何とか言ってくださいよ。隣で黙々と朝食を食べる夫に、私はのぞみに注意するよう頼んだ。のぞみは目玉焼きに何をかける？パパは声をかけるぞ。え？この空気感で親父ギャグを言う夫に私はドン引いたが、娘は笑顔になった。やはり、夫は家族に対して愛情たっぷりの優しい人なんだと思った。そんな平和な朝、リビングの固定電話がけたたましくなった。夫の仕事関係者や私のパート先、義理の両親なら携帯電話にかけてくるだろう。セールスの電話にしても時間が早すぎる。私は嫌な予感がして電話に出た夫の声に神経を集中させた。はい、愛子は妻の妹ですが。え、本当ですか？わかりました。愛子という名前が夫の口から出たとき、私の背筋に冷たい汗がツーッと流れるのを感じた。あなた、愛子がどうかしたの？落ち着いて聞くんだぞ。愛子ちゃんが亡くなった。電話は愛子ちゃんの知人で、哲也と名乗る男の人だ。愛子ちゃんに呼び出されて家を訪ねたら、息も絶え絶えだったそうだ。どういうこと？まだ息があったからすぐに病院に運んでくれたそうだ。でも、病院まで持たなかったらしい。心の準備をして、夫の言葉を受け入れるつもりだったが、体の震えが止まらなかった。愛子は、9つ年が離れた私の妹だ。まだ34歳なのに息を引き取るなんて信じられず、私は目の前が真っ白になった。愛子はなぜ亡くなったの？今、どこにいるの？冷静に聞こうと思っても唇が震えてうまく話せない。そんな私の耳にヒステリックな娘の声が届いた。きっとおばさん、哲也に何かされたんだよ。この前会った時、顔にあざがあったし、頭も痛いって言ってたもん。え？のぞみ、哲也って誰？てか、愛子おばさんといつ会ったんだ？今度は夫が声を荒げて娘に聞いた。妹とは10年以上音信不通になっていたからである。私たち夫婦には一切連絡をしてこなかった妹が、娘とは連絡を取っていたというの？妹と哲也はどんな関係だったの？その男に何かされたの？もやもやすると同時に最悪の事態を想像し血の気が引いた。妹の訃報が届いてから動揺する私に代わって夫はテキパキと動いてくれた。妹の遺体の引き取りから葬儀に至るまで、すべて私に付き添い尽力してくれた。妹は脳一血だったこと。
もう少し早く処置できていたら助かったかもしれないと医師から説明を受け、私は号泣した。家に連絡をしてきた哲也と名乗る男性に伝えたかったが、なかなか連絡が取れない。仕方がないので、新聞の訃報欄に愛子が永眠した旨を載せた。夫ももやもやしていたのだろう。葬儀場に向かう車の中で妹と連絡を取り合っていたという一番気がかりなことを娘に質問した。偶然、たまたま街で会ったんだよ。ぽつりと答える娘の目に涙が浮かんでいた。私はこれ以上聞かない方がいいと夫に目で合図をし、娘の手を握った。そうね、悲しいわよね。のぞみにとったら一人きりのおばさんだものね。そう慰めたものの、幼い頃に会ったきりなのによくわかったなという疑問は拭えない。頭の中は混乱していたが、私にとっても無二の妹だ。10年前に行方知れずになった妹でも心から弔いたいと思った。葬儀場の一番狭い部屋。家族葬のつもりで段取りをしたのに参列者の多さに驚いた。もしかして愛子ちゃんのお姉さんですか？ご愁傷様です。妹の仕事仲間と名乗る多くの人が口々にお悔やみと生前の妹との関係を語ってくれた。高校卒業と同時に家で同然だった妹。工場やスーパーの店員だった時のパート仲間。最近は水商売で働いていたのか、妹がお世話になったお店のママさんがいた。そのママは日頃から頭痛を訴える妹に検査を進めなかったことが悔やまれると泣いてくれた。そんな中、突然汚い声が部屋に響き渡り、下品で顔のでかい男が私たちの方にドスドスと歩み寄ってきた。あんたら愛子の身内？そうですけど。顔もでかいが態度もでかい。しかもワイシャツこそ着ているものの、葬儀場ではあまり、いや、一度も見たことのないおんぶ紐をしている。ああ、よかった。俺、電話で愛子が亡くなったことを連絡したものだけど。もしかして、哲也さん？そう。あ、まず、これを下ろさせてよ。何を背負っているんですか？はぁ？赤ん坊に決まってるだろ？もう、重くて臭くて、多分おもらしだと思うんだよね。何の？赤ん坊が漏らす臭いものって言ったら一つしかねえだろ？てか、これは愛子の子供なの。愛子が救急車で運ばれた後、俺が預かってたんだよ。あんたら愛子の身内でしょ？返すから。愛子に子供がいたとは晴天の霹靂だったが、顔のでかい男、元井哲也と名乗る男が親切で子供を預かってくれたと思い込み、おむつと一緒に受け取りお礼を言った。おむつを変えるため席を外そうとしたとき、この子、こいつの子供だよ。と私の娘が冷たく声を上げた。どういうこと？私、愛子おばさんに聞いたんだよ。哲也っていう人との間に子供ができたこと。もうすぐ2歳になる女の子だってこと。娘はうつむきながらそうつぶやいた。は？何言ってんの？俺知らねえ。すっとぼけるような哲也の態度に、私は慌てて赤ちゃんの顔を見た。四角い輪郭に、でかい二重まぶたの目、大きめの鼻、厚みのある唇。シーサーのような顔である。妹の顔の輪郭は卵型、そしてアーモンドアイ。鼻筋の通った唇は薄めの美人だ。言われてみれば確かに顔のでかい男、元井哲也に似ている。女の子は父親に似た方がいいと言われるが、正直この子は不憫だと思った。おばさん、今俺に似て不憫だと思ったろ。いけね。自分で認めちゃった。まあ、しょうがねえ。けど俺は結婚してるし、夜の女が産んだ子供なんていらねえんだよ。だから、水商売の女が産んだ子供なんていらねえって言ってんだよ。私は妹が水商売の仕事をしていることは知っていたが、
それも生活のためだったと分かって心の中でねぎらったばかりだ。水商売だと連呼し、妹を蔑む目の前のシーサー男に私の怒りはマックスに達した。しかも顔のでかい男の唾が飛び、妹の弔いの場が汚されたことに耐えられなかった。じゃあ俺帰るから。一応香典持ってきたけど、500円でいいかな？そんなものいりません。あ、そう。大事なことだから伝えておくね。俺と愛子との間でもう話はついてるんだ。俺はその子に関する責任は一切ないから、おろせって言ったのに、勝手にあいつが意地を通して産んだんだから。なんて言い草よ。俺は被害者ってことでよろしく。にやけ顔で吐き捨てるように言い、哲也は私たちに背を向ける。この修羅場をずっと見ていた妹の仕事仲間が騒ぎ始め、だからおろせって忠告したのに、とママさんのつぶやきが聞こえた。その時、私が育てるから、その子は私が育てる。男に怒りをぶつけるような甲高い声が最上にこだました。張り詰めた空気の中、声の主が自分の娘と知って私は驚く。いや、全員が目を見開いた。一瞬あっけに取られた哲也だが、面白いこと言うじゃねえか。と笑い飛ばす。うるさい。お前みたいな無責任な男に、ナナちゃんは任せておけない。とっとと帰れ！娘の目は怒りで燃え上がっている。このガキナナって言うんだ。顔に似合わない名前だな。お前が言うな。私が立派に育てるから。愛子の姪だけあって気が強い女の子だ。俺を睨む時の顔まで似てやがる。うるさい。早く帰ってワイシャツの茶色いシミでも取ってろ。は？覚えてやがれ。何を覚えていろと言ったのかわからないが、自分のワイシャツのシミを確認して顔面蒼白になった哲也は鼻をつまんだまま葬儀場を後にした。ママ、塩を、ここにある塩全部撒いて。娘の言動に唖然とする私に向かって望みが吠える。私は言われるがまま大量の塩でその場を清めた。吸ったもんだの末、無事に妹の葬儀を済ませた夜。娘と妹の子の寝顔を見て涙より不安でいっぱいになった。やっぱり、のぞみとななちゃんってよく似てるよな。2階から降りてきてリビングのソファーに座った夫がぽつりと言った。ちょっと待って。どうして妹の子の名前をのぞみは知っていたのかしら。娘が顔のでかい男、元井哲也に啖呵を切った時には気づかなかったが、冷静になって考えると不自然だ。街で偶然会ったって言ってたろ？その時に聞いたんじゃないのか？そうかもしれないわね。だとしたらもっといろいろ聞いてるかもしれないわね。真実を告げられたってことか？のぞみが成人するまで内緒にすると約束してくれたじゃないか。わからないわ。それとなく聞いてみるわね。私は覚悟を決め、両手で顔を覆う夫の肩に手を置いた。ピンポーン。夫を仕事に送り出した平日の朝、玄関のチャイムが鳴った。役所の人かもしれない。妹の葬儀以来、預かっていたナナの今後について相談したい旨を伝えていた役所の訪問だと思った。娘は同席したいと言って今日は学校を休んでいる。のぞみ、出てくれる？今はちょっと無理。ナナちゃんのおむつ替えしてる。動かないで、ナナちゃん。自分が育てると言い切った手前、娘は早起きして子育てに意欲的である。朝からおむつだ、ご飯だとてんてこまいだ。おはようございます。朝からご苦労様です。今開けますね。エプロンで手を拭き、モニターに向かって1オクターブ高い声で話すも、映し出された顔を見てカエル声になった私。いやいや、シーサーさん、いや、哲也さん、何のご用でしょ
あ？用があるのはお宅らでしょ。近いよ、近い。鼻息がかかるほど画面に近づいて話す哲也。すいません。鼻の穴しか見えませんので、もう少し下がってお話しください。世の中には生理的に受け付けないものってあると思う。パクチーみたいな存在だ。見せたいものがあるって、お宅の気の強いお嬢さんに呼ばれてきたんだけど。哲也は舌打ちした後、モニターから一歩下がって肉々しげに言った。事情が全くわからなかったが、哲也をしぶしぶ家にあげ、和室で待たせておくことにした。ななちゃん、ちゃんとおむつしてからね。あのおじさんの膝に座って待っていてね。娘がそう言うと、ななちゃんは理解したのか、哲也の膝の上に乗った。おい、勘弁してくれよ。せめておむつしろよ。てか、ここで出すな。おむつが外れて気持ちよくなったのだろう。生理現象だから仕方ない。私は笑いをこらえ、雑巾とバスタオルを用意した。ごめんなさいね。この子人見知りしないんですもの。きっとパパってわかってるのね。舌打ちしながら哲也はズボンを脱ぎ、腰にバスタオルを巻く。なんと滑稽なシーン。ななちゃん、納豆食べる？これもまた理解して、食べると片言で言うななちゃん。哲也の膝に入って手づかみで食べた。ななちゃんがその小さな手ででかい顔を撫でくり回したのを見て、私と娘は爆笑した。いい加減にしろ。俺は話があるからって仕事前に来たんだ。今から大事な商談があるのに。クリーニング代を請求するからな。おじさん、顔は大きいのに心は狭いね。ママ、仕方ないからパパのスーツを貸してあげようよ。夫の了承なしで貸すのは嫌だったが、バスタオルを巻いて商談に行くこともできまい。時代劇みたい。マジウケるんですけど。夫のスーツを着た哲也は、ズボンの裾が長すぎて、奉行所にいるお侍さんみたいだ。私も娘も、これには涙が出るほど笑った。お前ら、俺のことなんだと思ってる？シーサー。激怒している哲也に答えた私と娘の声がハモった。これもおかしすぎて爆笑。ななちゃんも一緒になって手を叩いて笑う。なんて可愛いんだろう。笑うと愛子に似ている。構図的には父親と娘のほっこりシーンなのだが、認知されていないことを思い出し、私の腹の底のマグマがふつふつとした。この時、笑っていた娘の目の色が変わった。じゃあ本題ね。私、愛子おばさんから預かってるものがあるんだ。誓約書と借用書だよ。は？哲也が怪訝な顔をしている。だから、愛子おばさんが亡くなる前に彼女から預かったって言ってるの。ななちゃんへの養育費を月5万円払うっていう誓約書。あと、おじさんが愛子おばさんからお金を借りた借用書。厳密に言えば、飲み代の建て替え分の50万円だよ。は？バカなの？ほら、ここにおじさんのサインがあるでしょ？そんなもの俺が書いたって証拠にならないじゃないか。そう出ると思った。さすがおばさんだね。あんたがサインしている動画をちゃんと証拠として残してるんだよ。私にシェアしてきたんだから。だからどこを探してもなかったのか。愛子のやつやりやがったな。急展開の話だ。爆笑に包まれていた和室が、哲也の怒りと娘の暴露話で修羅場になった。こんなものなくしてやる。動画に残してやろうが、これさえなければいいんだ。哲也は娘の手から2枚の用紙を奪い取ると、私たちの前でビリビリと破った。紙がビリビリと破れる音が面白いのか、ななちゃんが笑う。この子は将来大物になると思う。ウケるんですけど。最悪な状況にもかかわらず、娘も声を出して笑っている。どうして二人ともこんな時に笑えるのだろう。
笑えないのは私だけだろうか。ピンポーン。目を白黒させる私の耳に救いのチャイム。今度こそ役所の人だろう。誰でもいいから大人の訪問が必要な心境だった。パパ、早く来て！玄関に向かって娘が大声で叫んだ。パパって？私の旦那？娘に確認するも返事がない。焦る私の前に現れたのは、愛する私の夫ではなく、さらに長身でイケメンの男性。誰？チベット砂狐のような顔になる私。のぞみ、まさかあなたパパ活してたの？何言ってるのよ。違うよ。よく見てよ。ママの知ってる人だよ。冷静な娘に促され、訪ねてきた男性を見やる。もしかして、トールくん？ご無沙汰しております。トールです。娘がパパと呼んだ人物が妹の幼馴染のトールくんだとわかり、私はへなへなとその場に座り込んだ。お姉さん、詳しいことは後で。それより、こっちを先に片付けてしまいますね。哲也さん、君が破った誓約書と借用書はコピーだよ。あ？なんでお前が持ってるんだよ。てかお前は愛子の何なんだよ。僕は愛子さんの幼馴染で、愛子さんにこの件で雇われた弁護士です。彼女は結婚を約束した男。つまり、あなたに騙されそうだって訴えてましたよ。はぁ？人聞きの悪いこと言わないでよ。水商売の女なんか最初から本気で付き合うわけないだろ。ちょっとつまみ食いしたら子供ができちゃってさ。おろせって言っても聞かないし。産むのを許してくれたら借金は帳消しにしてやるって言ってたくせに。俺が認知しないって言った途端、また考えが変わってさ。最悪な女だよね、あいつ。哲也の妹への悪口が止まらない。亡くなった愛子に鞭打つ言葉を聞かせたくなくて、私は娘の耳を塞いだ。娘は目に涙を浮かべ、奈々ちゃんを抱きしめている。言いたいことはそれだけですか？先ほども言いましたが、僕は弁護士です。愛子さんから依頼されたすべての件、この子たちに一番いいようにことを進めていきます。覚悟しておいてください。弁護士ごときがふざけるな！土器を含んだ大声で、哲也がトールくんに噛みついた。トールくんの眼光が鋭くなる。幼い頃から成績優秀。末は博士か大臣かともてはやされた彼のイメージとは全く違う。もはや私の知っているトールくんではない。弁護士というプライドが傷つけられ、怒りモードになったのだろうか。お前こそふざけるな。俺も人のこと言えないけど、愛子ちゃんがどんな思いで子供を産んだか知ってるのか？どんな思いで手放したのか分かってるのか？トールくんの思いがけない言葉に私と哲也は息を飲む。まさか、気の強いこのお嬢さんのパパってあなたのこと？はは、愛子のやつとんだめぎつねだ。あちこちで男作って子供をポコポコ産んで捨ててたんだ。だから言ったろ？俺が被害者だって。いなくなってせいせいしたわ。この際だから騙された者同士仲良くしようよ。何も知らないくせに妹のことを悪く言うんじゃないわよ。いた！気がつくと私は哲也の顔を叩いていた。愛子のことを悪く言うんじゃねえ。二発目はトールくんから。たった3ヶ月しかママと呼べなかったけど、私の本当のママを悪く言うな！そして、のぞみから3発目。パパ！バカ！パパ！バカ！ななちゃんからも4発目。総攻撃を食らった哲也は反論できずにうなだれ、とぼとぼと帰っていった。もちろん夫のスーツは脱がせ、代わりに雑巾にしようと取っておいた足拭きマットを腰に巻いて送り出した。お慈悲だ。後日談である。敏腕弁護士のトール君を怒らせた哲也は、愛子に託された誓約書と借用書を証拠に、約束通りお金を毎月返済するという手続きを終えた。自分の体に不調を感じていた愛子は、
返済金の振込先をのぞみとななちゃん名義にするよう頼んでいたのだ。トールくんからも自分の娘をここまで育ててくれたお礼だと私たちに毎月振り込みがある。このお金は二人の将来のために貯めておこう。そして、のぞみの口から愛子のことを聞いた。のぞみは愛子が18歳、トールくんが20歳の時の二人の子供だ。トールくんの将来を潰したくないと父親の名前を隠して産んだ大事な子なのだ。子供ができなかった私たち夫婦に託してお金だけはずっと送金してくれた愛子。のぞみが5歳の時に音信不通になったのは送金を増やすために水商売を始めたからだという。水商売の実の母親がそばにいたら迷惑をかけると思ったらしい。けれど新しい家庭を築こうとしたのだろう。哲也の子を産んだ後、実の娘に連絡し、あなたに会いたい、会って謝りたい、抱きしめたい、あなたの妹を見せたいと懇願してきたのだそうだ。真実を知ってどうしていいかわからず、苦しんでいた娘を反抗期だと決めつけていた私。私こそ謝らなければならない。血がつながっていなくてもパパはパパだ。夫がのぞみを抱きしめた。ななちゃんはのぞみが成人するまで私たち夫婦が責任を持って育てることにした。のぞみとななちゃんは父親は違うが実の姉妹。年は離れているけれどとっても仲が良い。パパ、ママ、ここまで大事に育ててくれてありがとう。パパ、ママ、のぞみ、チョキ。のぞみが食卓の皿に向かって言うと、ななちゃんも真似をする。目玉焼きに声をかける二人がとっても微笑ましい。私は橋本久子、67歳です。弁護士をしていた夫は数年前に事故で他界し、今は一人暮らし。息子が一人おりますが、結婚して家を出て行きました。息子はただし、35歳。土木系の会社に勤め、今は地方での仕事のため、現場近くの賃貸マンションにお嫁さんと二人で暮らしています。嫁の悦子さんは33歳。息子とは会社の先輩後輩で同じ部署だったことから接近してお付き合い期間を経て3年前に結婚しました。長期の出張の多い仕事なので子供は落ち着いてからと決めているようでまだおりません。私としては早く孫の顔が見たい気持ちがありますが、息子には息子の考えがありますから気長に待つことにしています。私は現在無職ですが、夫の生命保険と事故の保険金や遺産があり、とりあえずは不自由なく暮らしております。私は今のところ健康だと思っていますが、さすがに最近は足腰の衰えを感じ、一人住まいに不安を感じることが多くなりました。そんなある日、息子から遊びに行くよと連絡がありました。久しぶりに息子からそんなことを言われ、楽しみに待っていました。そして、息子は嫁と一緒にやってきました。母さん、久しぶり、元気だった？お母さん、ご無沙汰しています。お変わりありませんか？今回実家に来たのは報告があるとのことだったので、もしかして赤ちゃんができた？なんて変な期待をしていたのですが、実は今の現場がもうすぐ完成で、その後は本社勤務になることが決まったんだ。へえ、じゃあこっちに戻ってくるの？ああ、今度から内勤なんで、もう現場で仕事することはなくなるはずだ。そうなんだね。それはよかった。本社なら都内でしょ？現場に出ることもなくなるなら、どこかに家を買ったらどうかしら。その件で、悦子から提案があったんだ。それなら、いっそ実家で一緒に暮らそうかなって。そうなんです。今はお母さん一人だし、この先お母さんも年齢が心配なので、私たちが一緒に住めば、介護が必要になってもお世話できるかなと思って。そうかい？私はまだまだ元気だけどね。
でも、いつどうなるかわかりませんし、やはりお年寄りの一人暮らしは不安です。まあ、確かに一人暮らしは不安に思う時があるけど、でもこの家じゃ古いから一緒に住むのは無理があるんじゃないの？この家は夫が建てた一軒家で、築30年の2階建て 5LDK。結構広い庭もある。1階に台所、お風呂とトイレ、リビングと和室が3部屋。2階は夫が書斎にしていた洋間と夫婦の寝室として使った部屋がある。もし息子夫婦が同居するとなると、1階を息子夫婦、2階を私が使うことになるのかな。そこで提案があるんですけど、悦子さんが身を乗り出してきた。リフォームをしたらどうでしょうか？リフォーム？ああ、この家はバブルの時に建てたから結構いい材料でしっかり作ってある。建て直すにはもったいないよ。だからリフォームして一緒に住めたらいいねって悦子が言うんだ。そこで相談なんですけど。急にもじもじして話す悦子さん。費用を負担していただけないでしょうか？費用？ええ、実はここに来る前に簡単な見積もりをしてみたんです。1階を洋間にしてバリアフリーにします。台所を今風に改造してリビングと一体化して対面式キッチンにします。あとお風呂とトイレを改造して最新のものにしましょう。2階は広いベランダを作ってサンルームにします。私たちは2階に住んでお母さん用の部屋を1階に作ります。お年寄りに階段は大変ですし、おトイレが近い方がいいですよね。それでだいたい予算が1200万円くらいになります。と、一気に悦子さんはまくし立てます。よほどこの計画が気に入っているみたいでした。もしこのプランに同意していただければ同居できますし、将来の介護も私がしてあげますよ。息子は、まあ、俺たちもそこそこ貯金はあるけど、この先子供ができたりすると色々必要になるから、なるべく出費は抑えたいと思ってね。どうだろう、悪い話じゃないと思うんだけど。ちょっと待ってよ。いきなりこんな話をされても、まだ頭が追いつかないわよ。はい、わかった、なんてすぐに言えるわけないでしょ？まあ、今日はとりあえず話をしに来ただけだから、考えてほしいってことだよ。お金を工面してくれれば、面倒なことはこっちが全部するから。お母さん、これはみんなが幸せになる話なんです。前向きに検討してみてください。お願いします。正直、息子夫婦の提案はもっともだと思いました。ただ、悦子さんが言った。お金を出してくれたら同居もしますし、介護もします。という言葉には違和感がありました。これって、面倒見るからお金出せってことかしら。もちろん、今の家の不満を解消できることは嬉しいけど、もう一つ、腑に落ちないところがあるのも確かです。もっとも私はこの時、この話をあまり深く考えていませんでした。その後、息子夫婦は地方の仕事が終わり、実家の近くの賃貸マンションに引っ越してきました。家が近くなると、悦子さんが頻繁に家に来るようになりました。そして、リフォームの件を承諾するように何度も話を持ちかけます。私も悪い話ではないと思うようになってきましたが、どうも悦子さんの態度が必死すぎるように思えるのです。煮え切らない私の態度にイラついた様子で、お母さん、なんでお許しいただけないんですか？これってお母さんにとってもいい話じゃないですか。とか、今時、旦那の親と同居してもいいなんていう嫁はいませんよ。だけど、私は同居してあげるし、介護もすると言っているんです。私みたいな嫁は他にはいませんからね。と言ってきます。ほとんど脅迫に近い感じで恐怖さえ感じます。どうしてそんなに必死なのと聞くと、ぎろりと私の顔を睨んで。必死？誰のための話だと思っているんですか？すべてお母さんのためじゃないですか。お母さんの老後を1200万で見てあげようってことですよ。安いもんじゃないですか。と一喝されました。悦子さんの態度はちょっと不愉快に感じます。ただしはそんな嫁を諌めるでもなく、むしろ私に対し、母さんも俺たちを助けると思って、ここは悦子の言うことを聞いてくれよ。
と言います。まったく呆れました。幸いお金は主人のおかげである程度余裕がありますし、いずれ息子に相続するつもりでしたからなんとかなります。悦子さんが老後の面倒を見てくれるなら、老人ホームなどの費用を考えなくていいかもしれません。悦子さんの言う通り、みんなが幸せになれる話なのかもしれないと思うようになりました。そして私はその話に同意することを直ちに伝えました。じゃあ早速手配を始めるからお金の用意を頼むよ。そう言われ、遺産の一部の有価証券を換金して息子の口座に送金しました。そして正式に工務店に仕事を発注し、設計をお願いしました。その後、工務店から設計図ができたと言われ、息子夫婦と見に行きました。この日の悦子さんはニコニコしていて、私を怒鳴りつけた人と同じには思えませんでした。そして図面なんて初めて見るのでよくわかりませんが、見取り図を見せてもらいました。一番大きく変わるのは水回りで、お風呂やトイレ、キッチンはかなり大幅に変更されています。1階は和室を一つだけ残して、あとは洋間です。襖で仕切っていた場所は壁と扉に変わります。ふと和室につながる小さな部屋があることに気がつきました。これって何？部屋にしたら狭そうだし、物置かクローゼットなのかな？悦子さん、この部屋は何なのかしら？それは予備というか、物置というか、将来のために作った部屋なんです。将来って子供部屋なの？まあ、そんなところですね。と言葉を濁らせる悦子さん。なんだかよからぬことを考えていそうな素振りでした。ただしは嫁の言うことにあまり口を挟みませんでした。昔からおとなしい子だったけど、まるで嫁の尻に敷かれているみたいな態度は初めて見ました。この時、変だなぁと気がついていればよかったのですが、まあ、ここら辺は息子夫婦の考えなので、あまり気にせずそのままにしておきました。そしていよいよ工事が始まりました。私は工務店さんが紹介してくれたアパートに引っ越しました。アパートは1棟に8世帯が入る建物で、私の部屋は2階の角でした。一応短い期間ですが、近所付き合いがあるのでご挨拶に伺いました。意外と若い方が多く、その割にきちんと挨拶していただいたのは意外でした。隣の方は、中山さとみさんという新ママでした。お子さんはみくちゃん。5歳の可愛い女の子でした。彼女は旦那さんを事故で亡くされたそうで、頼る親戚もなく、女手一つでみくちゃんを育てているそうです。でも明るい方で、みくちゃんも私に懐いてくれたので、時々おかずをお裾分けしたり、みくちゃんにおやつをあげたり、彼女の帰りが遅くなるときは了解を得て、みくちゃんを預かったりしていました。たまに様子を見に来る息子夫婦にも懐いてしまって、やっぱり子供は可愛いよね。うちもそろそろ考えようかな。なんて言うようになりました。そんなある日、仕事が休みだったさとみさんに誘われ、お茶を楽しんでいました。彼女は普段はホテルの清掃業務をしています。そして言いにくそうな感じで、気を悪くしないでねと切り出したのです。何よいきなり。この前、ホテルの部屋の清掃をしていた時なんですけど、お嫁さんと会ったんです。それが、知らない男の人と一緒で。私は思わず飲みかけのお茶を吹き出してしまいました。それって本当なの？何度も顔を見ているので間違いないと思います。お嫁さんは結構派手めな服で、男性はスーツ姿でした。お願い、もしできるなら、その辺を詳しく調べてもらえる？いやいや、パートの人間がそこまでは、それにコンプライアンスにも引っかかるので、コンプライアンス？遵守とか規制って意味です。要するに、会社として法律や社内のルールを守りましょうってこと。この場合はホテルとしてお客様のプライバシーは外部に漏らさないという決め事なんです。最近はいろいろうるさいのね。それより、お嫁さんの件を何とか解決しないといけませんね。そうだった。
私はどうしようか考えたが、とにかく証拠を揃えないといけないね。ちょっと心当たりがあるからそこに頼んでみるよ。ごめんなさい。なんか余計なことを言ったみたいで。そんなことないよ。お礼を言うわ。ありがとう。私は夫が懇意にしていた更新所に依頼して、悦子さんの素行調査をお願いしました。それと、ただしの態度がおかしいのも気になるので、その件も合わせて調べてもらいます。悦子さんは専業主婦だったので、ただしが会社に行っている時間はほとんど自由に行動できます。その時間に何をしているのか、私は更新所の調査結果を待つことにしました。実家のリフォームは順調に進んでいます。悦子さんはリフォームの進捗具合を見てくるとか、大工さんに食べてもらうお茶菓子を買ってくるなどと言って外出する機会を増やしていました。でも大工さんに聞くと、ほとんど悦子さんは来ていないと言います。おそらく浮気の外出理由に使っているんでしょう。その間、更新所の調査は着々と進んでいました。悦子さんの浮気相手は高校の同級生。去年の同窓会で再会した元彼だったそうです。写真や音声も随分集めることができたようで、証拠資料はたっぷり揃いました。ある日、息子夫婦が訪ねてきたとき、ちょっとカマをかけてみました。そういえば、ただし、今年は中学を卒業して20年目だから、同窓会があるんじゃないの？そうだっけ？それって高校のじゃなかったかな？突然、バキッと大きな音が聞こえ、悦子さんがすねを押さえて痛そうにしていました。どうしたの？悦子さん大丈夫？ちょっとよそ見してたら、テーブルの足にぶつけちゃって。あらあら、気をつけてね。さっきの話だけど、20年目は高校のだったの？そうだよ。俺が幹事だから間違いない。なんだ、中学だったら元カノのみゆきちゃんに会えたのにね。今度はゴンと大きな音がした。あらあら、また悦子さん？どうしたの？すいません。頭をぶつけちゃった。私ってドジっ子の素質があるのかも。母さんが変なこと言うからだよ。みゆきちゃんは今じゃ2人の子供のいるママさんだよ。いつまでそんなこと言ってんだ？あら、そうなの？ごめんなさいね。悦子さんは同窓会にいちいち反応するみたいです。態度を観察しても間違いなく黒です。やがてリフォーム工事が終わりました。外見は壁材を張り替え、屋根も瓦からストレートに吹き替え、ちょっと見るとまるで新築の家です。玄関のドアは重い引き戸から軽い扉に変わりました。中も洋室に変わって昔の面影はありません。風呂も広くて綺麗になっていて、一番変わったのはキッチンです。IH クッキングヒーターになり、食器洗浄機もある。悦子さんは大喜びでした。1階に残った和室が私の部屋になるのでしょうか。畳の匂いがいい感じでした。この後、倉庫に預けていた荷物の搬入が始まります。私もアパートの片付けを行い、引っ越しに備えました。隣の里美さんとみくちゃんにお別れを言い、みくちゃんは泣いてしまいましたが、今度ママと一緒に遊びにおいでと伝えると、ちょっとだけ笑顔を見せてくれました。そして次の日曜日、荷物の搬入前に各部屋の掃除をして、家電製品や家具の配置を検討しました。ただしも悦子さんも自分たちのことばかり決めて、私のことは全く後回しにされていました。あまりにも無視されるので、つい大きな声を出してしまいました。ねえ、私の荷物はどこに置けばいいのかしら。さすがに声が聞こえたのか、2人は私の前に来ました。あら、お母さんの部屋はこの和室じゃありませんよ。え？だって私は1階に住むのでしょ？私の部屋は洋間なの？この和室の方がいいんだけど。何言ってんですか？和室でも洋室でもないですよ。お母さんのために用意したのはあちらです。と言われ、悦子さんの指さす方向を見ると、そこは例の謎の部屋です。え？あそこって物置じゃないの？
部屋を用意しただけでもありがたく思ってくださいな。あの部屋がお母さんの部屋です。だいたい4畳くらいはありますから、横にはなれますよ。何言ってるの？あんな物置に住めるわけないじゃない。私は興奮して大声で悦子さんに文句を言いました。ただしも、私をあそこに閉じ込めるのかい？まあ、そうなる。息子は申し訳なさそうでした。最初からこうしようと考えていたんだね。お嫌ですか？嫌なら出て行ってください。同居が嫌だと言うなら仕方ありませんよね。悦子さんはそう言うと高笑いを始めました。ただしは黙って下を向いたまま。この時、玄関から声が聞こえました。待ってました。ごめんください。弁護士の吉岡です。橋本久子様はご在宅でしょうか？時計を見ると約束通りの時間でした。ご無沙汰しております。生前のご主人には大変お世話になりました。まだ引っ越しの最中で慌ただしくしておりますが、何卒よろしくご指導ください。早速ですが、皆様いらっしゃるようですね。お話を始めてよろしいでしょうか？はい、こちらの和室へどうぞ。そう言って、吉岡先生と助手の方をお連れすると、悦子さんと正は状況が理解できず、目をキョロキョロさせていました。吉岡先生の説明が始まりました。まずは、息子さんの負債、いわゆる借金の件ですが、先日無事に第三者弁済を完了いたしました。こちらがその書類一式となります。つまり、お金のない息子に代わって、第三者の私が借金を返済したのです。これって、お袋どうしてこれを？ちょっといろいろあってね。調べていたら、お前が投資で失敗した借金を、悦子さんのご両親に立て替えていただいているのが分かってね。私の方で返済させてもらったんだよ。悦子さんのご両親はご納得だったわ。母さんは知っていたのか。まあ、これで、悦子さんに遠慮することはもうないよ。お前の言いたいことを言っておやりよ。母さんすまない。ありがとう。その話はまた後で。今のはおまけみたいなもんだからね。これから本題に入るから。本題？正は意味がわからないといった顔をしていました。ここまでの話で、悦子さんの顔からすでに汗が吹き出していました。お母さん、私は被害者なんですよ。夫が投資に失敗して、家のお金まで使い込んだから、うちの両親が借金を立て替えたんです。まだ何も言っていないのに弁解を始めます。それで正を言いなりにさせてきたんだよね。そりゃ息子は悪いけど、あんたはもっと悪いことしてるでしょ？何のことですか？私は何もしていませんけど。そう言いながら顔が真っ青になっています。吉岡先生が話を続けます。では本題に入ります。橋本悦子さん。あなたは高校時代の元彼さんと不貞行為をしています。わかりやすく言うと浮気ですね。え？正は驚いた顔で悦子さんの顔を見ました。いえ、本気じゃなくて、ほんの遊びなんです。私が愛しているのは夫だけです。本当です。まあ、私どもは客観的事実を申し上げているだけです。本当にご主人だけを愛しておられるとしても関係のない話ですね。あくまでも調査結果に基づいて申し上げます。そう言って先生は何枚かの写真を出し、合わせて IC レコーダーの音声を流しました。旦那なんてただの ATM よ。あなたと一緒になるまで利用しているだけ。どこで録音したのかしら。すごい調査能力だわ。録音データはまだ序の口でした。あのバカとその親を言いくるめて実家をリフォームさせたの。まず母親を追い出したら、友達に旦那を誘惑してもらって浮気したってことで離婚するの。そうすれば慰謝料も入るし、私の親の借金の方として家をいただく。そしてあなたと結婚するの。私って賢いでしょ？相変わらず悪だな。だいぶ更生したって聞いてたけど。それだけあんたに惚れているのよ。早く一緒になりたいわ。
まだまだ続きはありますが、これで十分でした。写真データには二人がホテルに入る様子や車の陰で抱き合う姿、ホテル内外での見るに耐えない行動が鮮明に記録されていました。悦子さんは腰が抜けたようなだらしない格好になっていました。さすがにこれだけ証拠を突きつけられると反論のしようがありません。お手数をおかけして申し訳ございません。更新所と吉岡先生の力に敬服し、私は深くお辞儀をしました。お安いご用です。今後ですが、息子さんからご依頼いただければ、離婚届の作成や慰謝料、財産分与などを引き受けします。ご苦労様でした。立場を完全になくした悦子さんは、息子を残して家を飛び出していきました。息子は動揺を隠せない様子でしたが、もう夫婦生活を続けられるはずもなく、その場で離婚の手続きを依頼をしました。後日、弁護士事務所から連絡があり、悦子さんと義両親、浮気相手の男と奥様を交えて話し合いを行いました。やはり、浮気の相手は悦子さんとかつて交際していて、同窓会で再会して昔を思い出したそうです。一夜のつもりだったようですが、転勤でこちらに戻ることが決まって会えるようになったため、ずるずると引き返せない道に落ちていったそうです。相手も結婚していて、お子さんがいましたが、これを機に離婚となりました。うちの息子も正式に離婚が決まり、相当の慰謝料を受け取りました。慰謝料は悦子さんのご両親が立て替え、借金として二人に返済させるそうです。悦子さんは親から感動され、浮気相手の男も同様でした。悦子さんは昔の彼と二人で地方の旅館に住み込みで働き、借金を返すために細々と暮らしているそうです。しばらくしてアパートの隣にいた美里さんがみくちゃんと一緒に遊びに来てくれました。みくちゃんの幼稚園がこの家の近くでお迎えの帰りだとか。みくちゃんはただしに懐いていたので、これからも遊びにおいでと伝えておきました。その後、何度か遊びに来るうち、美里さんと息子がいい仲になり、やがて結婚することになりました。人の縁とは意外なものです。そして今では、この家に新しいお嫁さんといきなり小学生の孫がいます。みくちゃんは息子のことをお父さんと呼んでくれます。私のこともおばあちゃんと呼んでくれて、本当の孫のように可愛がっています。息子夫婦はとても仲良く暮らしていて、私は今とても幸せな時間を過ごしています。めでたし、めでたし。私の名前は美里。33歳の専業主婦だ。同い年の夫、刑事とは6年前に結婚して、翌年には長女が生まれ、その後、長男にも恵まれて、家族4人で仲良く暮らしている。うちのマンションから車で10分くらいの距離に夫の実家があって、義両親と義兄夫婦が住んでいる。義実家との関係は良好だ。もしも夫が長男で先に結婚していたら、私は喜んで義理の両親と暮らしていたと思う。それくらい仲がいい。特にお母さんとは仲良しで、お茶菓子を買って訪ねては二人でお茶をしたり、一緒に買い物に出かけたり、お母さんの趣味の庭いじりを手伝ったりしている。お母さんが煮物などを持って家に来てくれることもある。とてもありがたい。義両親は孫もとても可愛がってくれたし、時には夫婦で家に来て、子供たちは私たちが見ているから、たまには息抜きしてきたら、と言ってくれたりする。私は中学の時に実母を病気で亡くしているので、お母さんを本当の母のように慕っていたし、お母さんも私を本当の娘のように可愛がってくれている。義兄夫婦には子供がいないので、義士は結婚前と変わらずお勤めをしていた。義兄は夫の7歳上で少し年が離れているが、義士は私と同い年だ。色白で華奢なおとなしい美人さんで、夫は美里と正反対のタイプだよな。昔の浮世絵の美人画の幽霊みたい、と言い得て妙なことを言う。
確かに私は色黒で筋肉質で濃いめの顔をしているし、子供の頃から気が強いと言われてきたから、そう言われても仕方ないけど、ちょっとムカつく。お姉さんとは同い年ということで仲良くできると思ったし、仲良くしたいと思っているけれど、実はちょっと苦手だ。共通の話題や趣味もなくて、話しかけてもあまり会話が弾まない。それでも義実家を訪ねる際は、義士の分もお茶菓子を買って持って行ったし、たまに顔を合わせればお互いにこやかに挨拶を交わしているし、そのうちいつかは仲良くなれるだろうと気楽に考えていた。義兄夫婦に子供がいないことを気にして、あまり子供を連れてここに来るのは良くないのかな。お姉さん辛いんじゃないかしら、と義母に言ったことがある。義母によると、義兄夫婦は不妊治療で義兄の方に原因があって子供ができないことが判明したらしい。和美さんには申し訳ないわ。でも子供のいない夫婦なんていくらでもいるし、私はあの子たちが仲良く幸せにしてくれていれば、それでいいのよ。義母はそんな風に言うのだった。今日も義実家でお母さんとお茶を飲みながら、お母さん、私最近なんかついてないんですよね。昨日初めて煽り運転に遭っちゃったし。私がそう泣きつくと、お母さんはものすごく心配してドライブレコーダーをつけることを強く勧めてくれた。でもほんとついてないんです。先日買った玉ねぎ、中が腐ってたし、こないだなんかマンションのドアの前に吸い殻が大量に捨てられてたんですよ。そう言うとお母さんは、美里さん、厄年じゃなかった？今度気分転換も兼ねてお祓いに行きましょうよ。なんて言ってくれていた。それなのに、夜の9時過ぎだったと思う。義士から電話があった。電話を受けた夫が真っ青になっているのを見て、ただならぬことが起きたと察しはしたけれど、夫の口から出た言葉はとても信じられないものだった。母さん、亡くなったって。頭が真っ白になり、悪い夢でも見ているようだった。お母さんはまだ70前だ。少し血圧は高いようだったが、ここ数年、風邪一つひかず、いつも元気にしていた。死因は、くも膜下出血で、本当に突然のことだった。どうしてこんな突然。嫌だ。こんなの信じられない。お母さんがもうこの世にいないなんて絶対嘘。一緒にお祓い行こうって言ってたのに。春になったらお花見に行きたいね。家族旅行もいいわよねって言ってたのに。そんな思いが何度も頭の中でぐるぐると繰り返され、涙が止まらなかった。お通夜は義実家で行われた。義父も義兄夫婦も憔悴していた。もちろん夫も私もだ。お母さんの死に顔は安らかで、話しかけたら答えてくれそうで、何度も呼びかけてしまった。子供たちは同じマンションに住む親しいママ友が見てくれていたが、そんなに長時間頼るわけにもいかない。こんな時、お母さんがいれば見てくれたのに。と、馬鹿なことを考えてまた涙が出てしまう。夫を通夜の席に残し、私は自宅に戻った。明日、夫はそのまま葬儀場に向かう予定だ。私は子供たち2人を連れて行かなくてはいけない。まだ死の意味もわからないだろうけど、おばあちゃんに最後のお別れをさせてあげなければ。翌朝、慌ただしく支度をしていると電話が鳴った。出ると義士からで突然激しい口調で、あんたは葬儀場に来るな、帰れと言われた。え？何を言われているのかわからなかった。義士からあんたと言われたのも初めてだったし、帰れと言われてもまだ家を出ていない。お姉さん、何かあったんですか？そう問いかける私に、あんたが来たらお母さんは成仏できないから、と叫んで、義士は電話を切った。わけがわからず夫に電話をして、ねえ、何があったの？今お姉さんから電話があって、私は葬儀場に来るなって言われたんだけど、と問いただすと、夫までもが信じられないことを言う。いや、ちょっとなんか、とりあえずお前は来ない方がいいと思う。そんなことを言われても到底納得できない。
私は子供たちを連れて葬儀場に向かった。車を止めて子供たちの手を引き、会場に向かって歩いていると、夫が先に私たちを見つけた。来ちゃったのか。困ったように夫が言う。そりゃ来るわよ。一体どういうことなの？その時、私に気づいた技師がこちらに向かってつかつかと歩いてきた。あんた、来るなって言ったでしょ？本当にずうずうしいわね。普段の技師からは想像もつかない激しい口調で怒鳴られた。どうしちゃったんですか？いきなりそんなことを言われても。すると技師は手に持っていたノートを勢いよく開いて私に見せた。ここを見てみなさいよ。それから、ここも、こっちもよ。技師が開いたページを見た私は自分の血の気が引くのが分かった。美里、嫌われている？気のせいじゃない。異物混入、髪の毛やビニール片。美里、嫌がらせ？それとなく確認するがごまかされる。笑っているが目が笑っていない。ちょっと怖い。何か気に障ることをしてしまったのだろうか。美里、二人でいるのが苦痛。日記というよりは覚書ノートのようなものだったが、そこには私の悪口と思えるものが書き綴られていた。嘘でしょ？これをお母さんが書いたっていうの？絶対に信じられなかった。こんなことがあるはずがない。騒ぎを聞きつけたのか、義父と義兄も私たちのところに駆け寄ってきた。お父さん、嘘ですよね。お母さんがこんなこと。私は愕然として問う。私が義母と仲良くしていたのは義父も知っているはずだ。いや、私も何かの間違いだと思ったが、これは間違いなく妻の書いていたものだ。困惑したように義父が言った。昨夜の通夜の席でこのノートが話題になって、一部の親戚がお前に対して腹を立てているんだ。子供たちもいるし、ここは一旦家に帰ってくれないか。夫にそう言われ、全身の力が抜けて膝から崩れ落ちそうになった。どう言い訳しても聞いてもらえそうにない。義母の死のショックと悲しみだけでもいっぱいいっぱいだったのに、義母が残した日記の内容に打ちのめされ、私はやっとの思いで子供たちの手を引いて車に戻った。走って追いかけてきた夫が息を切らしながら言った。大丈夫か？落ち着いて安全運転でな。言われなくても分かっている。気は動転していたが、子供たちを危険な目に遭わせるわけにはいかない。私は数回深呼吸をしてからエンジンをかけ、車を走らせて家に帰った。大好きなお母さんのお葬式に出られず、お骨も拾えないなんて。本当は私のことを嫌っていたの？私が家に来るのも迷惑だった？いや、絶対そんなことはないはず。それに、異物混入とか私には身に覚えのないことだ。帰宅した夫に気持ちをぶちまけると、もしかしたら、母さん少しボケちゃったのかもしれないな、と、夫は予想外のことを言い出した。まさか、全然そんなことなかったよ。お母さんは物忘れすることもなく、私よりしっかりしているぐらいだった。でも、ずっと一緒にいるわけじゃないし、まだらぼけとかあるって言うじゃないか。夫にそう言われてしまうと反論できない。それにそう考えでもしないと、あのノートに書かれていたことが説明できないのも確かだ。今日納骨も済ませてきたから、明日家族4人で墓参りに行こう。な。お前が母さんと仲良かったのは俺も知ってるから。お前があんな陰湿な嫌がらせするような人間じゃないって知ってるから。夫にそう言われ、張っていた気が緩んで号泣してしまった。翌日、義母の好きだった花を買って家族4人でお墓参りに行った。子供たちは初めて見る墓地を少し怖がっていた。お母さん、お骨拾えなくてごめんね。そう言ってからずいぶん長いことお墓の前で手を合わせていた。お墓参りを終えて帰宅すると少しだけ気分が穏やかになっていた。
今はただただお母さんがもうこの世にいないということが悲しくて寂しくて、何を見ても思い出して涙がこみ上げてくる。それにしても、私は一つずっと心に引っかかっていたことを夫に言うことに。ねえ、刑事、お願いがあるんだけど。私はお母さんのお墓の前で考えていたことを夫に伝えた。あのノート手に入れられないかな。私はどうしてもあんなノートを本当にお母さんが書いたって納得できないんだよね。ちょっと調べてみたいの。夫も引っかかっていたのだろう。私の提案にうなずいて。わかった。多分親父が保管していると思うから明日行って借りてくるよ。と言ってくれた。ありがとう。実は他に持ってきてほしいものがあるの。このお願いにも夫は快諾してくれた。その週末、私と夫は義実家を訪れた。義兄夫婦も義父が呼んでおいてくれた。預けられる人がいなかったので、二人の子供も連れてきたのだが、長女が、ばあばどこ？とおばあちゃんを探して歩く様子を見て、また涙が溢れてきた。子供たちにはあまり聞かせたくない話なので、子供たちを2階に連れて行き、ちょっとの間ここで待っててね。お菓子は食べ過ぎちゃダメよ。長女にそう言い聞かせ、絵本とおもちゃとお菓子を置いて和室に戻った。最近はお姉さんらしくなってきて、弟の面倒もよく見ているので大丈夫だろう。私は集まった家族一同を見回して、義母の書いたノートをバッグから取り出し、一息ついてから言った。皆さん、集まっていただいてありがとうございます。このお母さんの書いたノートですが、一部偽造されていることが分かりました。これに明らかに反応したのは義兄だった。え？どういうことだ？義士はうつむいていて表情が見えない。お母さんの筆跡をよく真似てはいますが、この名前の部分は後から書き足されたものです。それに何箇所かページごと切り取られている部分もあって、あまりにも不自然だったので、筆跡鑑定をしてもらったんです。このノートは仕事から帰宅したお姉さんが、お母さんが倒れていたそばに落ちているのを見つけたそうだ。ああ、私が義実家に来ていれば、倒れてすぐ対処すれば、もしかしたらお母さんは助かったかもしれないのに。そう思うと後悔に押しつぶされそうになる。このノートを偽造したのは、お姉さんですよね。私が告げると、義士がうつむいたまま震え始めた。お母さんが倒れたというのにノートを持ち去り、私への嫌がらせのために偽造したこの義士を許せなかった。先に119番でしょ？ノートに目が行き、そっちを選んだ義士が、今更憎さ倍増だ。なんだよ、どういうことだ？和美、本当にお前がそんなことを？義兄が義士を問い詰めると逆に吹っ切れたようだ。震えていた義士が顔を上げ、ふてぶてしい態度で言った。そもそもこんな態度の義士を私は見たことがなかったかもしれない。そのくらい、いつもとは打って変わって別人になっていた。そうよ。私がやったのよ。あなたが、私が働いている間にしょっちゅう家に上がり込んで、当てつけがましく子供まで連れてきて、子供の産めない私をあなたとお母さんの二人で嘲笑っていたんでしょ？悪いのは私じゃない。私を馬鹿にしたあんたとお母さんよ。その言葉に私はひどく驚いた。そんな事実あるはずもないのに。思わず私は大声で否定してしまった。そんなこと絶対ありません。お母さんは子供ができなくてもお姉さん夫婦が二人で幸せに暮らしてくれれば嬉しいって言ってました。そうだよ。それに子供ができない原因は兄さんの方にあるって。と夫も口を挟んだ。私もそう聞いている。嘘よ。私に原因があると知られたら辛い思いをするからと言って、いい格好したくて勝手にこの人がそういうことにしたのよ。そのくせこの男は外に女を作って、しかも私より年上の子持ちの冴えない女よ。義兄の思いやりだったのだろうが、義士はそう思ってはいなかったようだ。義兄の優しさをいい格好したくてって捉えるとか、考え方がどうかしていると思ってしまう。それにしてもまさか義兄が浮気していたとは。
何を言ってるんだお前は。それは誤解だ。あの人は夫にひどいことをされてから逃げて、行き場がなくなっていたから保護してあげただけだ。突然自分の秘密を暴露され、慌てた義兄がそう言い訳した。保護してあげた女の人のところに何度も通って、出張だと嘘をついて泊まり込んだりするわけないでしょ？あの子供もあなたの子かと思ったけど、それは違ったみたいね。ちゃんと調べたのよ、私は。みんなで私のことを馬鹿にして。そう言うと、義士は泣き出してしまった。さらに独り言のようにブツブツとつぶやき始めた。お母さんはあんな日記を書いてるし、美里さんなんか事故っちゃえばいいと思って、弟に煽ってもらったけどうまくいかないし、次は必ずと思ってたのに、お母さんの入れ知恵でドライブレコーダーつけちゃうし、ムカついたから弟から吸い殻もらってドアの前に巻いてやったわ。その場にいた全員が青ざめた。義士にあまり立ちの良くない弟がいることは聞いていたが、あの煽り運転は義士の計画したことだったのか。そこまで憎まれていたということがショックだった。和美さん、なんてことをするんだ。もしも煽り運転で事故でも起こしていたら大変なことになっていたんだぞ。あんたが指示してやらせたのなら犯罪だ。義父が声を荒げて言ったが、義士の耳には届いていないようだった。怒りをあらわにしたのは義父だけではない。お姉さんがお母さんや私をそんなに憎んでいたなんて気がつきませんでした。私にも悪いところがあったのかもしれません。でもお姉さんがしたことは許せません。あの時、子供たちも乗っていたんですよ。私も煽られた時の恐怖を思い出して、思わず義士を強く責めてしまう。そんな義士を責める修羅場と化した空気の中、突然義兄が土下座してこう言った。申し訳ない。和美のしたことは許されることではないが、原因は俺にもある。あの女とは別れる。和美、許してくれないか？私はそれは何か違うと思った。お兄さん、これはあなた方夫婦の問題だけじゃないですよ。お姉さんのしたことは到底許せることではないし、ノートに書かれていたお母さんへの陰湿な嫌がらせは、お姉さんのやったことですよね。ここにある異物混入、髪の毛やビニール片とか。義母のノートに書かれていたことが、私のしたことではないということが分かってもらえて、少しほっとしたのは事実だ。義母はあえて個人名を書かずに胸に秘めた思いを綴っていた。誰にも見せるつもりはなかったのだろうが、突然倒れたことで公にされてしまった。義父が沈痛な面持ちで、そうだな。私も気づいてやれなくて、妻には辛い思いをさせてしまった。仲良くやっているものと思っていたが、まさか和美さんにそんな悪意があるとは。義父は一旦そこで言葉を切り、私はもうこれ以上和美さんと一緒に暮らすことはできない。別れるつもりがないなら二人ともここを出て行きなさいと義兄夫婦に言った。そんな。義兄の情けない声が部屋に響いた。お母さん、話してくれればよかったのに。きっと嫌な思いや怖い思いをしてたのだと思う。今思えば一時期から私が義実家に行くよりも義母がこちらに遊びに来てくれることが多くなったように思う。それに義母の勧めでドライブレコーダーをつけていなかったらと思うと本当に恐ろしかった。義母は何も言わず、私や子供たちを守ってくれていたのだと気がついて、また涙が出た。ああ、人間って怖いな。知らないうちに誰かの恨みを買ってたりするんだね。お兄さん夫婦、あそこを追い出されてこれからどうなっちゃうんだろう。あれから1週間。ようやく少し気持ちが落ち着いてきた私は夫にそう言った。兄さんは昔からちょっと変わっててさ、不幸な女が好きなんだ。夫からそう聞いて私はびっくりしてしまった。自分がついててやらなきゃと思うのかな。誰かのヒーローになりたいのかも。姉さんとの結婚を決めたのだって見た目が発光そうだからだと思う。いわゆる性癖ってやつだろうか。確かにお姉さんは華奢で小柄で色白で生命力に溢れた感じではない。夫が浮世絵の美人画の幽霊と言っていたのを思い出した。
ちょっと信じられないけど、意外にそういう男性は存在するらしい。案外うまくやっていくんじゃないかな。だってかわいそうな私。悪いのはみんな周りって思考はめちゃくちゃ不幸だろ？悲劇のヒロインと守ってあげたいヒーローでお似合いだよ。夫のその言い方で彼がまだ怒っていることがわかる。そりゃそうだ。一歩間違えれば妻子の命が危なかったのだから。しかし3ヶ月もしないうちに夫の予想が外れていたことが判明した。義士のあまりの嫉妬深さに辟易した義兄が逃げ出したのだ。本当に浮気相手とは別れたようだったが、義士は信じず、執拗に追求し続け、仕事まで辞めてストーカーのように義兄を見張っていたらしい。兄さん、慰謝料でも何でも払うから別れてくれって言ったらしいよ。でも応じてくれなくて今調停中だって。呆れたようにため息をつきながら夫がそう話してくれた。義兄は義士とは離婚するからと義父に泣きついて実家に戻ったそうだ。確かにあの家ならお姉さんも近寄りづらいもんね。不幸な女というよりは超嫉妬深い女だったということなのね。その後ようやく離婚が成立したと聞いたとき、私も夫も心からほっとした。仕事も辞め、夫にも見捨てられた彼女は実家に戻り、夜のお勤めを始めたらしいが、同僚とのトラブル続きで長くはいられず、お店を転々としているらしい。一見、儚げでおとなしい見た目に騙されて引っかかる男性が現れないことを願う。何しろ義兄は未だに彼女に怯えているのだ。ある夜、帰宅した夫がやけにハイテンションでこう言った。おい、すげえぞ！家族4人、ディズニーランドにご招待だ！少し前に何気なく応募した缶コーヒーのプレゼント企画に当選したそうだ。わあ、すごいじゃない。ディズニーランドなんて結婚前に行ったきりだよ。単純にすごく嬉しかった。すると夫が得意げに言ったのだ。ふっふっふ、甘いな。国内じゃないぜ。5泊6日、家族4人、本場のディズニーランドご招待だ。嘘でしょ？本当に？その後、夫と娘の3人で手を取り合ってくるくる回って喜んだ。息子はわけもわからず手を叩いて喜んでいた。もしかしたら、この旅行、お母さんがプレゼントしてくれたのかもね。何の根拠もないけど、そう思いたかった。すると旦那が、かもな。だとしたら絶対飛行機は落ちないよな、と、おどけて見せながら、ちょっと不安そうにそう言ったので笑ってしまった。実はちょっと飛行機が苦手な夫であった。I fell in love with a small-time guy, proposed to him myself, and we ended up getting married. My stepdaughter, who I thought we would get along well with, didn't warm up to me, and in fact seemed to hate me. The reason for this became clear 30 years after we got married. It was the result of my mother-in-law's behind-the-scenes machinations coming to light. My name is Kazuyo. I'm 54 years old. I'm the manager of a bento shop. My husband is 60 years old, 6 years older than me. He's actually the owner of the bento shop where I work. There are only 2 stores in the city though. My husband is the manager of the other store, and I work at the second store. We're such a close couple that we sometimes get into heated arguments, such as when we're thinking up new menu items together. I married my husband 30 years ago. At the time, I was 24 years old and worked at a supermarket, and my husband was a frequent customer at that supermarket. It's not that there weren't many male customers, but my husband's shopping style was quite housewife-like, with choices typical of someone who cooks for themselves, and he would always include special sales items, and he would also make use of coupons, so I quickly remembered, oh, that's him. One time, I saw him shopping with a cute little girl who looked about 3 years old, and I wondered if he was a single father. I wondered if he was shopping for his daughter and cooking for her.
He was probably a little older than me. He was tall and looked like an adult, so I think I had already developed feelings for my husband at that time. One day, while I was having lunch alone at a hamburger shop on a holiday, I saw him with a girl. He seemed to be looking for a seat with a plaything. When our eyes met, he smiled, said, "Oh, it's always nice to meet you," and said, "I was always at the checkout counter at the supermarket he usually goes to." So I took a chance and said, "Would you like to sit here? This is open. Would you like to come and sit down?" He said, "Is that okay? That would be helpful." Well, I guess he's always carrying things on holidays, and sat down at my table with my daughter. My daughter wanted to get a prize from here, he explained. The girl was so cute, looking so happy with a Happy Meal for girls in her hand. I asked her some probing questions like, "How old is your daughter?" And she was almost 3 years old. "Her name is Ma. She's been talking a lot lately," he said, looking at her with loving eyes. I must have looked like I wanted to hear something, because he spoke to me. Maho's mother died soon after giving birth to Ma. That's what he told me. I was speechless. I couldn't believe I was lucky to be single at the moment. I wanted to say that I've been raising her alone ever since, but in reality, I've left everything up to my mother. So that's why she asked me to come shopping for her. I didn't know what to say, so I said something even more probing. "Oh, you know, if I don't say anything, my mother just makes the same dish every day. So I go shopping and give her the recipe so she can make it." That was the unexpected answer. I also learned that he was a cook at a fish farm and that his name was Mio. I really wanted to feed this child the food I made every day, but I have to work to survive. When Michi-san said that and smiled a little sadly, I fell in love with him for real. The fact that he was currently single probably triggered a bold sign in me. He told me about the fish farm where he worked, and we promised to go out for dinner sometime, but we parted ways that day. After that, we went to the restaurant often enough that it didn't seem pushy, sometimes inviting friends along, and we gradually became closer. In fact, I was the one who proposed. I think I said something like, "I want to spend the rest of my life with you and Maho-chan." He asked a little nervously if I was the right person for him since he had a lot of money, but Maho-chan was cute and I thought we would get along well. Above all, I was the one who followed my husband. My mother-in-law, who was to become my husband's wife, had a very similar facial features to my husband, and was a sharp and beautiful woman. When I first met her as her son's bride, she said, "Well, you're still young, aren't you? Marrying a wealthy 30-year-old man is not okay." I wasn't sure if she was welcoming me or not, but I got the impression that she was being a little mean. My son is remarried and he's a young boy, so he doesn't have a wedding or a ceremony or anything like that, but it's a dream for women, isn't it? Again, I wasn't sure if she was against my marriage or if she was in agreement with me, but I could tell that she didn't want me to have a wedding or a ceremony. I didn't particularly want to have a wedding, and in fact, I would be embarrassed and ashamed, so I replied that it was fine. Thinking back, I think I was quite slow-witted. Quote, "Oh my, you're a woman, but you're strange," she said teasingly. I felt a strong sense of malice in this. Then she said, "What will you do about your job when you get married?" "I don't think we need 2 housewives in the house." I thought that meant she had no intention of giving up her position as a housewife.
I originally liked working outside and had never intended to be a full-time housewife, so I thought I had no complaints if my mother would take care of the house. In the end, I didn't really understand what this mother-in-law was thinking. She lived in a single-family home with a small garden. Apparently, the house was built by her father, who had passed away about 10 years ago. For our honeymoon, the three of us, my daughter Maho and I, went to a hot spring in Hakone. Maho and I soaked in the open-air bath together, and Maho also became attached to me, which made me happy and think that things would go well. First, I decided to do my best to get Maho to call me Mama or Oya-san. Mama might be easier to call her, but since she calls Mio Otoko, I imagined that I might be called her Mama too, and I smiled. But even after living together for half a year, Meiko still didn't warm up to me. In fact, I felt like we were closer when we went to the open-air bath together on our honeymoon. When she turned 4 and started going to kindergarten, her mother took her to and from school, made snacks and dinner, and I thought that it was because I wasn't being a good mother at all. When I tried to help with the housework, my mother-in-law would say, "Leave the housework and Maho to me, since you have a job," and wouldn't let me. But when I tried to help a little, she would say with a slightly scary face, "You're trying to take my job away from me." After my mother-in-law had said that, I couldn't do anything more. One day during dinner, Maho asked me to get her the spoon, Kazuyo. Maho still couldn't use the bridge very well. But that aside, I was surprised that she called me by my name. Oh my. Maho, you want to imitate Michio and I because we call you Kazuyo, don't you? My mother-in-law said this with a cheerful laugh. No, it wasn't funny to me. Maybe it's because she's a small child, but I was shocked. She didn't call me Mom or Mama, and instead called me by my name. On the other hand, I couldn't bring myself to force her to call me Mom or Mama instead of KO. I didn't want to hurt Maho by saying something like that, and I was afraid that it would make our relationship even worse since we weren't getting along as well as I wanted to. It seemed that her husband Michio felt the same way, and he was at a loss for words, but he assured me that she would eventually call me by my name after dinner. He assured me that he would be careful, so I shouldn't worry about it too much, but Maho never called me Mom. Even after entering elementary school, Meiko-chan called me Keo-san, and in fact, she gradually began to avoid me. She wouldn't respond when I spoke to her. When my husband, unable to bear it any longer, would stop her a little harshly, she would run away to her mother-in-law's room. When she was in the 4th grade of elementary school, I wrote a letter to Meiko-chan to express my feelings. I really like Meiko-chan and want to be friends with her. You don't have to call me Mom, but I would be happy if you could tell me about the times we met at school. I think that's what it said, but I didn't get a reply. My husband was kind to me when I was troubled, and I loved him, so I tried to be positive, cheerful, and smile as much as possible every day. When Meiko-chan entered the upper grades of elementary school and was given her own room, I saw her less and less, and my mother-in-law advised me that she was at a difficult age and that it would be better not to irritate her too much. I had completely lost my confidence, and I couldn't bring myself to push through it and actively talk to Meiko-chan. When Maho-chan was in the 6th grade, my mother-in-law came to me and told me that she wanted to go to a girls' school that combined junior and senior high school. My husband and I both objected, saying that it was outrageous, but I know it's embarrassing to say this, but Keo-san doesn't seem to be getting along well with Maho-chan, and I think it would be better for both of us if we lived apart. When my mother-in-law said this, I had no words to say in response. Maho-chan is leaving home because of me. I'm sorry.
I started crying. Ko-chan is doing a great job. Maybe it would be good for her to spend some time apart. My husband tried to comfort her by saying this, but it didn't make me feel any better. I wanted to do what we could for Maho-chan, so my husband and I picked out a school where we could leave our daughter with confidence and went to visit the school. In the end, due to Maho-chan's own wishes and my mother-in-law's strong opposition, Maho-chan went on to a junior high school that combined junior and senior high school. To be honest, I was relieved, even if it was just a little bit. I was tired of trying to get my daughter, who hated me, to open up to me. When Maho-chan was in high school, my husband quit his fish farm and started a bento shop. Since he was busy with various things, I cooperated with my husband fully and worked at the bento shop that had opened from morning to night to take my mind off the busyness. The days passed quickly, and Meiko-chan graduated from university, got a job, and after dating a male colleague at work for 4 years, they got married. There was no special wedding ceremony, and my mother-in-law simply sent me a photo of the newlyweds in their wedding dresses. I kept looking at the photo, thinking that as long as my husband and I were happy, that was all that mattered. Maho-chan was smiling happily in the photo, and it made me sad to think that I wished I had seen that smile in person. The bento shop that my husband had started was going to exhibit its second exhibition, and I became the store manager there. We had been married for 25 years, and I was about to turn 50. My mother-in-law praised me a lot, saying, "Thanks to you, the shop is doing well and we were able to exhibit our second exhibition. You're just like a real housewife." She praised me so much that it felt strange. By that time, Maho and I had become a fake couple, or rather a fake parent and child, and on the surface we were like a normal mother and daughter who spoke normally to each other. Maho had started calling me mother in public, but I couldn't feel happy about it. I heard from my mother-in-law that Maho, who had quit her job at the age of 30 and was trying to get pregnant, was pregnant. I was worried that she was pregnant and giving birth during an infectious disease outbreak, but I was relieved to hear that she had safely given birth to a baby girl. Most of Maho's reports to her parents' house came through my mother-in-law. She said that once she joins the force and the infectious disease has calmed down, she will bring her great-granddaughter. I'm looking forward to it. I was a little envious of my mother-in-law, who seemed so happy to say that. To my mother-in-law, she was a great-granddaughter. To my husband and I, she was a grandchild. Although our relationship was complicated, my husband and I were both looking forward to meeting our grandchild. I had a faint hope that the birth of our grandchild might improve our relationship a little. She wouldn't call me Mom, but maybe she would call me Grandma. Finally, the world had calmed down as reported on the TV news, and Maho-chan arrived with her husband driving the baby, just before the baby turned 1. Maho-chan and her husband live in a neighboring city about a 40-minute drive from our house. My husband and I were shopping for a baby gift for Maho-chan and a first birthday present for our grandchild, wondering what to buy. Maho-chan's husband seemed like a very kind person, which put me at ease. The baby was small and cute, and I couldn't help but cry when I held it. Today, you and your father waved your arms, so please take your time. From now on, this is a baby gift and a birthday present for the baby from your father and me. I said this as I handed Maho-chan the wrap package. In the end, we couldn't decide, so for the baby's first birthday present, we bought a picture book, a stuffed animal, and some cute pajamas. And for Maho-chan's baby gift, we gave her a gift card worth 200,000 yen so she could choose what she wanted. It may be a lot of money for a baby gift, but it was because my husband and I felt like we hadn't done anything for our daughter. Maho's face twitched for a moment as she received the present, and she threw it into a nearby dustbin with a thump. I didn't understand what had happened. Huh? I couldn't understand for a moment what was happening in front of me. Maho, Maho. My husband and I shouted.
Maho's husband was also surprised. Why? Why would you do that? Oh, what's wrong? It was strange that only my mother-in-law seemed happy. Now, presents or nothing. I won't forgive you for treating me like a nuisance. It was the first time I had seen Maho express her emotions like this. What are you talking about? Don't run away. You've been treating me like a nuisance ever since you married my father. I've never treated you like a nuisance. I don't understand why Maho thinks that. I married your father because I loved him, and I wanted to be Maho's mother, and I did my best to be called mother. That's a lie. You only loved your father, and you didn't need me. Grandma told me that if I called her mother, she would hate me. Everyone in the room turned their attention to my mother-in-law. What? No, I never said that. It's terrible to blame all my bad things on old people. Maho said to her mother-in-law, who was pretending not to know. I told you, Grandma. I told you many times. And if you call someone who isn't mother, your real mother will be sad. At that time, my mother-in-law had convinced Maho, who was only about 3 years old, not to call me mother. And when we lived together, she never gave me a birthday present or a Christmas present. But now that I think about it, that's never happened. Every year, I bought her a present for her birthday, and I put a present on her pillow at Christmas. Now that I think about it, my mother always said she would give it to her along with my present, and she would accept the presents from my husband and me. I didn't think anything of it at the time, but Maho never once said thank you or expressed her joy. Could it be that she didn't receive any? I didn't. I never left a present in the pillowcase. Does that mean she collected the presents I left in the pillowcase? I thought maybe she didn't like me or didn't want a present from me. That's a lie. Grandma told me that Ko isn't interested in me. Could it be that Maho wrote a letter when she was in the 4th grade? I never received a letter. My mother-in-law, who had been listening to Maho and me talking while she neatly put it in an envelope and placed it on the desk, started acting suspiciously that morning. Mom, what on earth did you do? My husband questioned her in a stern tone. I don't like it. I didn't do anything. It must be a misunderstanding between the two of you. Are you blaming me for working hard every day for the family, even though I'm your son? I'm being deceived by my wife who doesn't even do 60% of the housework. My mother pretended to be ignorant, but no one who was there believed her. Now that I think about it, whenever Maho and I were trying to talk, Mom would always interrupt and change the subject. I thought it was just my imagination, but when I planned to throw a birthday party, she tried to stop me with all sorts of excuses. Oh, I remember Grandma telling me, Ko doesn't care about your birthday. That's why she won't give you a present. Maho says with a stunned expression, Mom. My husband is confronting Mom. He didn't mean any harm. Your first wife died of illness, and you and Maho had no choice but to rely on me. And yet you're remarrying? I don't understand what he's saying. This isn't a problem that can be dismissed by saying he didn't mean any harm. 30 years is a long time. He thought his new wife would take both his grandchildren and his granddaughter away. What the heck? He deceived his family for 30 years just because he wanted to be possessive and jealous and be needed. So that's why he told me to work outside and took on most of the housework. And I was even grateful for that. I thought it was Mom who hated me, not Ko. I always thought she treated me like a nuisance.
Maho-chan called me Mom for the first time. But I can't be happy about it in this situation. When I was in the 6th grade, Grandma said something like, "It seems like Ko-san is thinking of sending you to an all-gender school. You must be really in the way." What? Are you kidding me? I never said anything like that. I said that you should tell her that you want to go to a school with a lot of content before she tells you. Did she really say that? Things get worse when you get older. My mother-in-law pretends to be senile, but of course no one laughs. My emotions were a jumble of relief knowing that it was all my mother-in-law's plan and a misunderstanding, and anger at her. Maho-chan must have felt the same way. Maho-chan was crying. I couldn't stop crying either. I don't remember that. Besides, I left a woman who didn't even have children at home as my wife. You have no right to complain. My mother-in-law said that with a sense of defiance. My husband and I don't have any children. My husband said in a calm voice, I thought it would be okay to have a child. But Kazuyo said she didn't want to have a child of her own until Maho opened up to her. It might sound cool to say it like that, but I was scared to imagine that if I had a child of my own and showered Masuma with love, her heart would drift away. I had also completely lost confidence in my ability to interact with children. Oh, I'm sorry, Mom. Maho hugged me and burst into tears. I was finally able to hug my daughter. I couldn't stop crying either. It's okay. I was able to see my grandchild now. I'm the one who's sorry for taking so long. I should have realized it sooner. I have regrets that I can't stop, but the future is more important than the past. Mom, I'm sorry, but neither Ko nor I can live with you anymore. Quote. My husband quietly told his mother-in-law. Huh? What are you talking about? To my mother. What you did is not something a mother should do. Don't get angry at me, Maho yelled at me loudly. It must have been the first time my son had ever yelled at me. My mother-in-law had stepped back in fear, and she knew something about the cover. She looked like a villain in a period drama, but no one laughed. It was my fault for not noticing. I never dreamed that my own mother would do something like that. I can't apologize enough to Ko and Maho. It's not my husband's fault. I don't think anyone would ever imagine that their parents would do something like that. I'm going to have my mother leave this house. What are you talking about? Are you throwing out an 85-year-old old woman? Are you really that innocent? I'm not going to do that. I'm going to have my mother go to a facility. Oh, are you going to throw me away like a thief? You idiot. I'll find a good facility. No, I don't want to. This is my home. If that's the case, I'll leave. My mother can live here on her own. What if something happens to an elderly person living alone like that? If you go to a facility, the staff will take good care of you. Mom is still healthy, and I'm sure she'll get along well with the other residents. I wondered if that was really true, but I didn't say anything. After that, my mother-in-law shut herself in her room. My husband and I set out the food we had prepared on the living room table, and the party began with an awkward atmosphere, but the misunderstanding that had lasted for 30 years had finally been resolved, and my mother and daughter talked about various things, feeling a little embarrassed. The more they talked, the more my mother-in-law's many evil deeds came to light, and when they heard things like, "This is what happened back then," and she said things like this, it became like checking the answers to a quiz, and in the end, they started to laugh. I never thought the day would come when we could talk and laugh like this. Maho carefully picked up the present she had thrown away in the trash, opened the wrapping, and said, "Thank you, Mom. From now on, we'll come over to play often. Dad and Mom, you can come over to play anytime too." With those words, my daughter and her husband left. The next day, my husband and I started looking for a nursing home for my mother-in-law.
Considering her age, we thought a paid nursing home with care would be best, and we chose one with a good impression of the facility and staff. Nursing staff are on-site and will provide nursing care services as needed. The facility also offers comprehensive lifestyle and medical support, so it's a facility where she can live with peace of mind even if she needs nursing care in the future. However, we excluded the location that is easy for family to visit, which is an important criterion when choosing a nursing home. To be honest, I don't want to see my mother anymore. Ko and Maho feel the same way. If the facility is far away, it will be a little less stressful even if we can't visit her. My husband wouldn't budge. Maybe it was my husband's last chance to go to a more expensive facility, even if it meant going out his way. It had a nice exterior and a comfortable living space, and my mother-in-law only paid 50,000 yen. HMPH. It's like a dream to be taken care of without having to clean, do laundry, or cook, he says, as if trying to make himself feel better. That's right. We probably won't see my mother again, but my husband's anger is quiet but deep. My mother-in-law will probably spend her days regretting what she did that can't be undone. Less than 3 months later, I received a call from the staff at the facility. They said she was frequently having trouble with the other residents and was isolated in the facility. They asked if I could come and visit her because she seemed lonely. I have no plans to visit her. Please, everyone on the staff, please take care of my mother. My husband said that and hung up the phone. When I think about what Grandma has done for the past 30 years, I think what Dad did was incredibly kind. I will never forgive him. Maho, who has been driving her grandchildren to visit her by herself recently, said, "Every time I see her, I can't help but love how much she's grown." To be honest, I don't want to miss even a single day of her grandchild's growth. What a happy dilemma. By the way, Mom, how long are you going to keep calling me Maho? Maho laughs and says, "You can call me Maho without honorifics." After all, she's been calling me Maho in her heart for 30 years. You can't change that so quickly. Huh, that's just how it is. I could have called her Mom right away. But maybe it's because I've always wanted to call her Mom, that I was able to do it so easily. She's saying something that's going to make me cry again. Stop it already. I'm going to cry again, she says, but even as I do, my eyes start to water. They say that you become more emotional as you get older. Even Maho-chan, who is like that, has tears in her eyes. When I opened the door and talked to her, I found that Maho-chan was much brighter than I had expected, and she was a bit strong-willed and kind. Today the shop is closed and her husband has been out fishing since morning, which is his hobby. "So, I have something to talk to you about today," Maho-chan said with a serious look on her face. "Yeah, what? Why don't we live in this house together, with my wife, me, and our grandchildren?" "Oh, I'd like to have another child, but it'd be hard for my husband to support 3 children on his own. That's why I'm thinking of going out to work soon. I think it's strange that you can't have more than 2 children unless you work, but I get what Maho-chan is trying to say." "Ah, I see. But is your husband okay with that? Wouldn't his parents be happy about you living with your wife's parents?" "Yeah, that's fine. He's the youngest of 3 brothers and already has a lot of grandchildren. Apparently, he was told since he was a teenager that he could live his life doing whatever he wanted, whether it was overseas or in space. I'll make time for you to meet his parents someday. They seem like pretty generous parents, and I'm looking forward to meeting them. Even though I'm not that great, I'm pretty good at cooking. So, I can leave the housework to Maho-chan and the other 3 can work hard?" Okay. Then I can take care of the kids and live without worrying about money." "Sounds good. It's what you call a mutually agreeing relationship." "Yeah. That sounds a little old-fashioned, but that's how it is." Maho-chan left, saying that she would talk to her husband again and decide on the date of the move. "See you later, Maho."
When I said that and waved, she replied, "See you later, Mom," and waved her hand. I told my husband, who had just returned from fishing, that Maho had come today. "It's been a while since I've seen you so happy." My husband, who had been feeling a little down lately about his mother-in-law, said this kindly. "That's right. Because today was the first time I was able to call Maho-chan Maho." When I said this, my husband smiled and narrowed his eyes. "I'm glad I married Ko, despite everything that's happened." He said this and gently held my hand. "I still really love this person. It looks like our days will be lively and happy." Saving money. I'm skipping meals. My sister-in-law is unashamedly trying to get over my worn-out mother. My mother has slumped, her skin is rough, her hair is dry, and her body smells like a stinky fish. It's all my brother and his wife's doing. I can't forgive them. I'll make them regret what they've done. My name is Tomi. When I was younger, I loved reading and would read novels all day, but recently, I've become bad at reading because of my presbyopia, which has progressed a little faster than most people. I'm 45 years old. I wrote a screenplay only once in my life. At that time, I was in my 30s. I lived with my husband, Tsuyoshi, and we didn't have any children, but I was working half-heartedly and lived a peaceful life with no problems. One day, I called my brother, Naoto. I wanted to ask him when he planned to take New Year's holidays. My brother's wife is a full-time housewife, but my brother and I both have jobs, so we're not the kind of people who can take days off according to the calendar. Therefore, since my father left, it has become an annual ritual to light the fire of the regulation at the Katsura Ma for my mother who must be feeling lonely at home. "Oh, hello, big brother. It's open, isn't it?" I called to talk about regulation. "Oh, you can come back any day you like. I'm at my parents' house." "That's amazing." This year, I was able to take time off as scheduled. "No, that's not it. I'm living at my parents' house now." Your work is not close enough to commute from your parents' house, is it? Is your sister also here? She quit. Same with her. Why did you suddenly quit? Well, my mother said she was lonely, so I thought I'd go back to my parents' house. So what kind of work are you doing now? Oh, sorry. I'm going to hang up because I'm going to take care of her. Big brother. The phone was hung up immediately after that. She said she went back to her parents' house because my mother was lonely, but would that ordinary mother say something like that? Even when my father died, she was the first to say, "I'll live well for you, so you don't have to worry about me," and I don't think my mother would be happy to quit her job to be with me. I had a bad feeling and wanted to go see her parents' house, but it was far from my house, and due to work circumstances, I had no choice but to wait for the day when the rules were in place. And then New Year's Day arrived. This year, I was able to take a day off from the beginning of the year to the 7th because I had work scheduled at the end of the year. I was also worried about my brother's phone call, so I talked it over with my husband and we decided to stay at my parents' house until the morning of the 7th. When we arrived at my parents' house, my mother was not there to greet us, which was unusual. Every year, she would watch our car arrive from the sidelines and always greet us at the front door, but I felt something was off, so when I pressed the intercom, it was my brother's wife, Akemi, who greeted my wife and me. "Welcome. Thank you for coming all the way from so far away. It's been a while, big sister." After hearing the conversation between me and my brother's wife, my husband bowed his head and said, "I hope you'll take care of us for the week."
My brother's wife urged us to come in. As expected, my mother did not show up. Just as I was about to ask her where her mother was, I felt a fishy smell and instinctively covered my nose and mouth. My husband did the same. I suddenly looked inside the room and saw many open plastic bottles scattered around the entrance, even though it was the entrance. Inside the bottles, there was something transparent that looked like dirt, whether it was colored juice or insects. The entrance mat, which my mother must have cleaned once a week, had a mysterious stain that had changed color. I instinctively felt that I did not want to step on it, touch it, or enter the house, and I could not move my feet. My husband seemed the same, or rather, he seemed to be much more resistant than I was, who grew up in this house, and he had his face in a strict pose and turned pale. My brother's wife seemed completely unaware of our feelings and said, take your time, and walked in the direction we were now. I had no choice but to follow her. My husband and I somehow managed to come to terms with the disgust inside us that grew with each step we took. It was the first time that the 5 or 6 steps from the front door felt as long as the distance between the two. Even now, it was a miserable place. Containers of materials that I didn't know when they were eaten were scattered on the desk and floor, and there were several dripping marks on the table. In the transparent kitchen, used dishes that had not yet been used were piled up by the sink, and I saw insects on the wall. I don't want to think about what kind of insects they were. I quietly looked away. My mother likes to be clean, so why is the house like this? Sister, where is your mother? It's rare that you can't see her. I didn't miss the displeased look on my brother's wife's face when I asked her. Just when I thought I had a bad feeling. Welcome. Thank you, Tomomitsu-san, even though you're far away. I heard a weak voice and turned around, and there was my mother standing there. But at first, I didn't know if it was really my mother. Because my mother's appearance was very different from when I saw her at Oban. Her body was thin, her face was pale, and her hair was so ragged that it was obvious even from a distance. What's wrong, Mom? I ran over to her, but I held my nose. My mother smelled like a pig. I told you to only come over on the day you took a bath. What are you talking about, sister? I was shocked by her words. What about the day you took a bath? Rather than just hanging my head in silence, my mother's knees were shaking, so it might be hard for her to stand. It's no wonder. If she's lost so much weight, her physical strength must have decreased too. Anyway, Mom, can you go back to sleep in your room? Shall I come with you? My mother shook her head at my question, so I said I'd talk to her later and urged her back to her room. Sister, what's that about? Why is Mom so ragged? She's so much thinner than she was at Oban. Don't get so angry. That's just saving money. She's skipping meals. To eat less. I'm scared, but Tomomi-chan can't help it. If all 3 of us are unemployed and live off our mother's pension, we have to cut back on some things. She says it's hard to make ends meet, but she's fatter than she was during Oban. My older sister and brother also skip meals to save money. Yes. We eat normally. You see, mothers are parents. If you're a parent, you have to hold back for your children. I felt like I was going to fall asleep when I saw her laughing like that. My husband was staring at me with a blank look on his face. Why are you talking about such crazy things so openly?
After that, she said she had a drinking party so she would be away from home for the night, leaving us and my mother behind. My brother also went to the pachinko parlor, and apparently he's meeting an acquaintance today so he won't be there for the night. There were so many things to do that I didn't know where to start, so my husband and I decided to ask my mother about it. Then we found out a shocking truth. A little after Oben, my brother suddenly quit his job. The reason was that in the personnel changes in October, a junior colleague was promoted, but he was not evaluated at all. As far as I know, my brother, who is 7 years older than me, has never been evaluated at work, even though he would normally be in some sort of managerial position. However, I had heard from my brother that he would be promoted even if he couldn't do it, so it's not that business practices were not being carried out. I had a vague idea that my brother was probably not good at his job. Frustrated by not being evaluated in this way, my brother quit his job and apparently got into pachinko to earn money. He was determined to get rid of OMU, but he had no talent and his savings quickly ran out. At one point he had a big fight with his wife, but when she suggested that he could live on his pension if he lived with their mother, the relationship between the two, which was on the verge of divorce, recovered. He also started living with my mother, but it wasn't a happy ending, and naturally my mother had a hard time. My son and his wife suddenly showed up and asked to live with us. When I tried to chase them away, they locked me in the room my father used to use. That room was the only room in the house that could be locked from the outside. I was locked in like that for about 2 days, and finally I couldn't hold my pee anymore, so my mother cried and begged to be let out. They threatened to let me out if I agreed to live with them. Of course, I wanted to refuse as a mother, but I didn't know what they would do if I refused. I was deprived of food, I was locked in for 2 days holding my pee, and I was not thinking clearly. I couldn't think of a good solution, so my mother reluctantly agreed and allowed me to live with them. After that, my mother's treatment became worse. In the name of saving on food costs, she was given meals 3 times a week. And only at night. She was given one 1L plastic bottle of water, and a new one was given every 10 days. She was also limited to bathing once every 34 days to save on the water supply. Her hair was probably tattered because she was malnourished and didn't take baths often. In addition, I was told not to leave the room much because I smelled because I hadn't taken a bath, and I was limited to using the toilet 3 times a day. If I needed to use the toilet more than 3 times due to poor health, I had to get permission from either my brother or the couple. I tried to run away from home once, but my mother had trouble with her legs and eyesight, so it was difficult for her to escape in the dark without making a sound, and she was quickly noticed and forced to return. It seems that she was forced to throw away her wedding ring to my father as a punishment. They probably wanted to keep it for themselves no matter what because they wouldn't get a pension without my mother. It was so terrible that I cried. I had to save my mother from this hell, so after feeding her and giving her a bath, I asked my husband to take her to a hotel for the time being. This was the only chance I had during this stay. I had to somehow get my brother and his wife out of this house. A day of revenge was born within me. The next morning, when my brother and his wife returned from playing, they immediately noticed that my mother was not there. This was because the only pair of shoes that my mother had been given were not in the shoe cupboard. However, when I lied and said that I had heard that my brothers were having a good time with my mother, so I asked my husband to go out with me so that he would buy me some home appliances, he just laughed and said, "You're so sneaky, aren't you?" And didn't suspect me at all. It seems that a bond of mutual trust has been formed between my brother and his wife, who are both trying to make their mother rich, just like me. Now, let me fight back.
That night, I told my brother and his wife that my husband's car had been in an accident on a mountain road and that he didn't think he would be able to come home tonight. Of course, it was a lie, but the snow got heavier as the night deepened, and I was able to live without any suspicion, thinking that it must be difficult on a day like this. It's true, isn't it? I hope this isn't my mother's curse. What, a curse? It was my brother's wife who took the bait with my words. Huh? Brother, you haven't told me about your mother? What do you mean? I see. Maybe you didn't hear about it because you left home early? About your mother's finances. What the hell is that? My brother laughs as if to say something strange, and my sister-in-law hides her worries. Well, I think it's more of a curse or coincidence, but apparently there were classmates who used to tease my mother, but did they all die on a snowy day? My brother, who is always suspicious, starts to get a bit stingy with my sister-in-law, who can't hide her anxiety in the morning. That's good, that's good. My mother's father's family was a special household called Tsukimanasuji in the area, and my mother's family was haunted by a spirit called Inagami that protects only the women of the family. But if anyone who harms the family dares not continue, my sister-in-law looks at me with a pale face and asks, "So what?" They will be turned into an Inagami who protects the women of the family. It means to disappear from this world. I don't know if there's a connection, but I heard that all the classmates who teased my mother suffered terrible experiences and died on a snowy day like this. Then my brother, who still has a bad memory of the events, came to me with a look of dismay and asked why it was a snowy day. Apparently, a woman in the family happened to find a dog being bullied by humans on a snowy day and helped it. The dog then became an Inagami. For the Inagami, it may have been a way of thanking the woman who helped them and taking revenge. As I said this in a stern voice, my brother and his wife were silent. They were probably afraid of the Inagami that might be attached to their mother because they had some idea of what they had done. By the way, as you may have noticed, it was all made up by me. I just mixed up a book on ethnology I read about 2 months ago with a horror novel. Thanks to my grandparents' divorce, I took advantage of the fact that I don't know where my father's family is, and used it to my advantage. My brother turned around with a frown on his face like an idiot, and went back to the bedroom with Sogus. My brother's wife, wait a minute. I went upstairs with him and followed him up to the second floor. Good, good. He's trying to act tough, but he's really scared. That night, when I saw that they were both fast asleep, I went out onto the balcony of the room next to their bedroom. It was really cold because of the snow, but I'll do my best. From the balcony, I quietly threw a super ball with a string attached towards the window of their bedroom. I tried hitting it against the window several times with a super Western-style can. There was no reaction, so I hit it several more times. Oh, I heard my brother's wife's voice, so I quickly hid. Then I heard a voice trying to wake my brother through the thin wall. Hey, don't wake up right now. You just saw a human ball in that window. Of course not. It's true. It was glowing yellow-green. It's a super ball that glows in the dark. Of course it glows yellow-green. Your mother's story is true. Hey, are you listening? Don't sleep for a moment, bye. After a while, the room next door became quiet. It seems that my brother went to sleep, ignoring my wife's desperate pleas. He's a naive guy. I quickly went out to the balcony and played the cassette tape. Bah. Wow.
The tape was filled with the sound of something I couldn't tell if it was a human or a creature. After a while, Nay now woke up and heard the sound of a monster. That's enough, my brother's wife's voice rang out. It was the sound source that my husband had desperately tried to make while holding his nose. It was a bit of an intrusion to call it a monster, but it seems to be extremely effective. She tried to wake my brother up many times, but she seemed to ignore him and he didn't seem surprised. I also turned off the sound source and went to sleep. Good, good. I've planted the seeds to drive them away. The next morning, my brother's wife looked pale as she said, I wonder if the mothers will be back soon, so I asked her, are you okay, sister? You look pale, single quote. Tomi-chan, you know, maybe that curse of your mother is real. What happened all of a sudden? Did something happen? I tried desperately to tighten my mouth and look concerned for her with a sharp face. With a face half on the verge of tears, she told me the events of Sakuya. I was struggling to hold back my laughter. What will become of us? I gently licked her as she started to cry, clutching her face. That's what happened. So that's why you were on the phone with your friend this morning. You want to talk to her about it. If you've had such a scary experience. A phone call? Why yes. You were on the phone with someone, weren't you? You know, adventure. You were just joking around and kept saying adventure. I could hear it from my room. I didn't say that. No, it's scary. I don't know anything about that. She echoes my made-up story. By the way, a keso boke is ache. It's just a rough way of saying boke. It's a convenient word because it sounds like the voice of a dangerous ritual just by saying something that makes fun of you. Calm down, sister. I don't want it anymore. What will happen to me? Am I going to be erased from this world? If your mother's curse is true, I might be saved if I leave this place. She took the bait with my words. Apparently there used to be a dumping ground near here. Even now, the abandoned cormorants are guarding those of a similar age. What does that mean? My mother is about the same age as the cormorants were back then. Maybe something even worse is about to happen now because of the market effect between the cormorants and the inagami. Why do you think so? Because my mother's friends died on snowy days. I've never heard of them having any bad experiences before or after. They just disappeared suddenly. But my sister had a bad experience on a snowy day. But she's alive now. Come to think of it. Right. No lives were taken on a snowy day. From this, I don't think the inagami's anger is light. Indeed. But I heard a voice this morning. And it wasn't like a dog's bark, it was more like human speech. When I told her that much, she screamed and clung to me. I can't believe she believes it all, even though it's all made up. I wonder if I should write a book. It's okay. Sister, calm down. It's okay. I'm sure the curse will be lifted if I don't go near this land again. I squeezed my brother's wife's hand tightly, and she squeezed my hand back. I can't take it anymore. Not even a second of this house will hurt. I will never see my mother again. I'm leaving, so please forgive me, Inagami. She shouted, waking up her brother with a somewhat disturbing response, and after hearing what she had to say, he packed up his things and left the house. I also tried to create a slightly suspicious atmosphere by saying to him with a meaningful look on my face, but my brother said, I'll leave this house to you. After my brother and his wife left, happily saying, yes, just as planned, I called my husband and mother, who had been evacuated, to my parents' house.
my mother seemed to have enjoyed eating high-grade calcite with her husband, and her smile returned to normal. Good, good. After that, my brother and his wife got divorced. However, after leaving their parents' house, they realized that they had no home, so they moved in with my brother's wife's parents, but she believed that her mother's curse was still continuing because her brother could not find a job, and said she wanted to cut ties with her brother. It was originally her who told him to rely on her mother's pension, so the two had a big fight. They each claimed that they were cursed because of the other, and they got divorced. Even before the divorce, my brother made a fuss about being cursed just because he had gout, and my brother's wife kept saying that even the white that had increased with age was a curse of you. She kept saying that if things continued like this, she would be cursed. Once, she asked me for advice on what to do, and I said that if I didn't forget to be grateful to the Inagami, I'd be fine, so I gave her a random excuse and licked it, and she told me that she had made a Shinto altar in her home, and I almost laughed out loud. It was all a fabricated story, but I never thought she would believe it to this extent, so I'll keep it a secret. Of course, the two of them have never been rude to me or my mother, who are women of the Tsukimonasuji clan, and our days have been peaceful. Meanwhile, my husband and I received a kitten from an acquaintance, which may seem strange, but we had a perfect opportunity to do so in exchange for not having children. I was planning to love this kitten like a child, but when the cat was about 1 year old, I found out that I was pregnant. Now I'm a temporary mother, and the kitten has grown up and given birth to dozens of kittens, and we're both professional mothers. I gave away some of the cats, but now my home is a big family of 3 people and 4 cats thanks to the cats. I wonder if it's thanks to the cat god that we're living such a lively and fun life. I wish something was really in our power. My mother is also present and comes to look after the children and the cats from time to time. It seems that interacting with children and animals has helped her, and her weak legs and hips have somehow become a little stronger. It might also have been good that walking has become a hobby. Any obstacle in life can be overcome if you have a starting point and a positive attitude. I'm going to be a strong mother who can break through any obstacle from now on. Wow!40年連れ添った夫婦でもわからないことってあるのかもしれない。まさか退職の日に夫の方から離婚を切り出してくれるなんて。本当に私って運がいいのね。私の名前は冬子、65歳。25歳の時に当時会社の同期だった夫と結婚して40年。一人娘の翔子は35歳。8年前に結婚し、家を出て家庭を築いている。だから今は夫と二人暮らしだ。老夫婦の生活なんて、もはや変わり映えのない日々が続くばかり。でも、他愛のない毎日を過ごすのも悪くないと思う。もうすぐ夫も定年退職だし、老後は二人でのんびりした生活ができればいいわ。そう思っていた。夫はやや亭主関白だが、おっとりして口数の少ない人。結婚して40年。私は夫の後ろをついていく良き妻という役目をきちんと果たしてきたように思う。夫と結婚して仕事を辞め、専業主婦としてつつましく生きてきた。当時はそれが当たり前だったし、この生活がずっと続いていくことに違和感を覚えることもなかった。夫を信頼し、ついていくことが私にとって当たり前で、義務のようにも思えていた。それは、夫を愛していたからという他ならない。だからこそ気づいたのかもしれない。夫が徐々に変わっていくことに。小さな違和感を覚えたのは、とある休日のこと。朝早くに私に黙って出かける夫がいた。あら、あなた出かけるの？ああ。こんな朝早くどこに？何か約束でもあるの？いや、ただの散歩だ。そう。朝食は？
用意できてるけど。いらないよ。帰りは遅くなるから。夫はなぜか焦ったように足早に家を出て行った。彼は休日は決まって家で映画を見たり、読書をしたりして過ごす人だった。朝8時にそこそこおしゃれをして出かけるなんて、一体どういう風の吹き回しだろうか。でも、気分転換に一人で外出したい時だってあるのかもしれない。その時は自分をそう納得させていた。しかし、それからも夫は、たびたび休日に外出して夜遅くまで帰ってこないことが増えていった。朝早くに出て帰ってくるのは深夜0時を過ぎた頃。終電だってとっくに終わってる時間なのに、一体どこで何をしているのか。今日もお出かけ？最近多いわね。ああ。今日も遅いの？夕食は？いらないよ。そっけない返事をする夫。そればかりか、日に日に私に冷たく当たるようになっていった。おい、なんだよこのしょぼい飯は。しょぼいって、あなたの好きな炊き込みご飯ときんぴらごぼうに、金目の煮付けじゃない。お前さ、亭主が疲れて帰ってきたのに、こんな貧相な飯で力がつくと思ってるのか？いつもと変わらないじゃない。食べたいものがあれば言ってくれれば作るわよ。そういうことじゃないんだよ。俺が何を食べたいか察しろって言ってるんだ。声を荒げることなんて今までなかったのに。不機嫌になった夫は、そのまま私の料理に一切手をつけることなく、一人で外食に行ってしまった。夫のいない食卓で一人で食事をしながら涙が頬を伝う日々も少なくなかった。夫の異変はそれだけではなかった。来週出張だから。出張？今まで出張なんてなかったのに急ね。うるさい。仕事のことをぐちぐち言うなよ。そういうつもりじゃないわ。ただ珍しいわねって意味で言っただけじゃないの。お前に仕事の何がわかるんだ。もういい、寝る。そう言って子供のようにそっぽを向いて寝室に向かった夫。何よ、あんな言い方することないじゃないの。それから夫は私と目を合わすこともなくなり、夫婦の会話も減っていった。私から何度かコミュニケーションを取ろうと、夫の好物の料理を出してみたり、夫の好きそうな小説をプレゼントしてみたりしたが、効果はなし。ねえ、最近どうしたの？なんだか様子が変よ。俺は、お前と一緒にいるのがもう苦痛なんだよ。ぼそっと放たれた夫の言葉が鋭く突き刺さっていく。そうして、私と夫の間の溝はどんどん深まっていっていた。そんなある日のこと。もしもし？あら、翔子じゃないの。元気？珍しく娘から電話をもらった私。変なこと聞くようだけど、お母さん、最近お父さんとどう？娘の口ぶりは深刻な様子。何言い出すのよ、急に。ちょっと言いづらいんだけど、辰巳さんが見たっていうのよ。お父さんが若い女と歩いている姿を。辰巳さんとは翔子の旦那さん。そういえば夫と勤務先が近かったっけ？ねえ、最近お父さんに変わったことなかった？私はこれまでの夫の仕打ちを思い出して苦しくなった。今までは亭主関白でも私にきつく当たったり嫌味なことを言うような人ではなかったのに、ここ数ヶ月でまるで別人のようになってしまった。これまでの夫の言動や態度に我慢ならなくなっていた私は、これまでのことをすべて娘に打ち明けることに。そんな、お父さんひどいわ。お母さんも悩んでたなら言ってくれたらよかったのに。娘に親の不仲を見せるわけにはいかないじゃないの。何言ってるの？お母さん一人で悩んでたら、そのうちストレスで倒れちゃうよ。その言葉にハッとさせられた。そういえば最近は夜もうまく眠れず、食欲も落ちていた。すでにストレスは私を蝕んでいたのだ。翔子、ありがとう。
いいって、それよりお父さんかなり怪しいわね。調べてみる？翔子の提案で私は更新所に夫の調査をお願いした。心の中では祈っていた。どうか私の勘違いでありますように。夫が私を裏切っていませんように。しかし、結果は見事に真っ黒。夫は自分より30歳も年下の女とできていた。出会いは夫が付き合いで行ったスナック。そこで働くホステスと3ヶ月ほど前から付き合い始めたらしい。ちょうど私が夫の異変に気づき始めた時期と重なる。なるほど。こういうことだったわけか。娘と同じ年の女と不貞行為なんて、もはや夫を気持ち悪い生き物にしか思えなかった。人のことを散々罵って傷つけておいて、自分はお楽しみだったなんて、許せない。40年も連れ添った妻を裏切って、涙よりも怒りの方が湧き起こってくる。そうして私の報復の導火線に火がつけられた。まず私は離婚をする前に証拠集めに勤しんだ。証拠さえ固めておけば言い逃れできなくなる。この際、慰謝料も踏んだくってやろうじゃないの。そう思うと少し活力が湧いてきた。そうよ。あんな男と早く離婚して、私一人で自由を楽しめばいいじゃないの。水面下で弁護士に依頼し、離婚の手続きと慰謝料の請求に関する書類を作ってもらっていたところで、夫の定年退職の日が近づいてきていた。さすがに定年の日くらいは、労をねぎらってやるべきだろうか。とは言っても、お疲れ様と心から思えない私がどこかにいた。確かにこれまで夫に養ってもらったことには感謝している。でも、40年も夫を支えてきた妻を裏切った夫を、どうしていたわってあげられようか。そんな悩みを娘に相談すると、それなら退職の日に離婚届を渡しちゃったら、それでせいせいするでしょ、という。確かにその方が締まりがいいのかも。私もその話し合い同席していい？翔子も？どうして？どうしてって、お父さんを許せないからに決まってるじゃない。お母さんは一人じゃないのよ。翔子、ありがとう。こうして私は娘に同席してもらい、定年退職のその日に夫と離婚に向けて話し合いをすることとなった。定年の日は軽く挨拶回りをして、昼には家に帰ってきた夫。やけに達成感あふれる自信たっぷりの表情なのが気になるところだったが。なんだ、翔子来てたのか。まあね。娘は夫にそっけない返事をする。しかし、夫はそれすらも気にならないようで、帰ってくるや否や私にこう話しかけてきた。冬子、話がある。はいはい、何ですか？夫婦の会話らしい会話をしたのは久しぶりだ。そう思うと途端に切なさがこみ上げる。私の40年って一体何だったのかしらね。俺には愛する女性ができた。お前はもう用済みだ。1000万をくれてやるからこの家から出て行ってくれ。はい？金はやる。だから俺の前から消えてくれ。何度も言わせるなよ。この家で俺は彼女と一緒に住むんだ。お前なんかよりも若くていい女とな。そこで娘が口を挟んだ。ちょっとお父さん、何言ってるの？お前には関係ないだろ。黙ってろ。関係なくないわよ。そんな勝手な話ないじゃない。二人が言い合いになってしまった。私はふーとため息をつく。心の中ではガッツポーズだ。私の方から切り出そうとした話を夫の方から向けてきた。なんて都合がいいのかしら。あなた、離婚したいってことでいいのかしら。おう、そういうことだ。それじゃあ、もう一度詳しく話を聞かせてくれる？まあ、いいだろう。そう言って夫は、浮気相手との出会いや、お互い愛し合っていること、離婚したら、一日でも早く籍を入れる予定だと、つらつらと語り出す。ここまで自分から話してくれると、こちらも話が進めやすい。すべてを聞き終えた後、私はこう言った。
わかったわ。それじゃあ不貞行為に関しては認めるというのね。不貞行為なんて大げさだな。いい年したばあさんが焼きもちか？焼きもちがどうとか関係ないわ。あなたは妻がいながら他の女性と関係を持ったことを今認めたのよ。はいはい、それじゃあそれでいいですよ。それではその不貞行為に関して慰謝料を請求しますね。弁護士に用意してもらった書類を夫に提示するが、夫はなぜか余裕の表情。いくらでも金は払ってやるよ。退職金が2000万も入るんだからな。へえ、すごいわね。だろ？俺は会社のために40年以上も尽くしてきたんだ。当然だ。夫がいくらでも金をやると言ったのには、こういうわけがあったのか。確かに2000万という大金が手に入れば気が大きくなるのだろう。あと、あなたにはこの家から出て行ってもらうわよ。え？この家は私のものなんだけど。は？途端に夫の表情が焦りに変わる。だから、この家は私の両親から相続した家よ。それなのにどうして私が出て行くの？どうやらこの家の名義が私であることが頭の中からすっぽり抜け落ちていたらしい。そんな大事なこと普通忘れる？娘がそう言ったが、夫はすっかり放心状態。まあいいわ。とりあえず離婚は承知しました。私の方も離婚を切り出そうと思っていたからちょうどいいわ。慰謝料請求の書類の隣に私は記入済みの離婚届を置いた。いや、待ってくれ。落ち着いてくれ。離婚っていうのはジョークだよ、ジョーク。親父ギャグっていうのかしら。本当につまらないわね。ジョークって？サプライズだよ、サプライズ。お前を驚かそうと思ってな。冷や汗をかく情けない夫はごまかそうと必死だが、もう遅い。サプライズ？あら嬉しい。じゃあこの後、ダイヤの指輪とか、豪華客船のチケットとか、そんなのが花束とともに出てくるのかしら。さあ、今よ。ほら、早く。浮気のことは？この家で一緒に住むとか言ってなかった？明日から若い女が一緒に住みます。お前も嬉しいだろって？そんなサプライズ聞いたことないわよ。あれも嘘だ。あんなの冗談ってわかるだろ？ 40 年も夫婦やってるんだからさ。白々しい夫の態度に、もうこれ以上我慢する必要はないだろう。私をあまり甘く見ないことね。私は夫の不貞行為の証拠をすべて提示した。路上でイチャイチャする夫と女。そしてホテルへ入っていく二人。腕を組んで仲良さそうに歩く姿など、写真はすべてを物語っていた。紛れもない事実がそこにはあり、夫は観念するほかなかった。これは、お前、いつの間に。40年も連れ添ってる妻があなたの変化に気づかないわけないでしょ？その言葉に夫は沈黙した。40年という言葉の重みに気づいただろうか。なんでわかったんだ？夫婦ですもの。気づかないわけないわ。私はあなたのことを信頼して40年も連れ添ったのに、あなたは私のことをまるで見ていなかったのね。その言葉を口から出して、私は胸の奥がツーンとなる気がした。離婚してあげる。だから今すぐこの家から出て行って。ここは私の家ですからね。今すぐ？そうよ。他人を住まわせるほど私お人よしじゃないの。ましてや裏切り者なんてね。待ってくれ。いきなり離婚っていうのは少し早計じゃないか？何言ってるの？あなたが先に切り出したんでしょ？それは。とにかく、これ以上話をややこしくしたくないの。早く書いてくれるかしら。私は離婚届の置かれたテーブルを指でコツンと鳴らす。
夫は私の冷めた表情を見て、もうどうにもならないと思ったのだろう。私と娘が見つめる中、黙って離婚届に記入していた。それにしても普通、住んでいる家が妻の名義であるのを忘れるものかしら。もしかしてもうボケちゃったとか？まあもうどうでもいいわ。その後、私と夫は正式に離婚。慰謝料も相場通りの金額をもらい、退職金も夫婦共有の財産としてきっちり財産分与した。退職日まで離婚を待っていたのはこれが理由だ。慰謝料と共有財産分与分でかなりの現金が手に入ることに。そして私は夫を追い出した後、家を取り壊して土地を売却した。立地が良かったので不動産屋が喜んでいい価格で買い取ってくれた。取り壊しの費用を差し引いてもかなりの金額が手に入る。もしかすると、夫もこの土地の相場を知っていたのかもしれない。肝心の家と土地の名義が妻であるということが抜けていたが、私は携帯番号も変えて、夫との関係を完全に断った。65歳を超えて独り身の夫が、保証人もなしに住める場所があるといいのだけれど、もはや知ったことではない。しかし夫は娘に接触してきた。おい、翔子、母さんの住んでる場所はどこだ？今何してるか知ってるか？はぁ？なんでお父さんに教えなきゃいけないのよ。そんなこと言うなよ。今困ってるんだよ。夫の話はこうだった。離婚した夫が住む場所に困っていると、浮気相手がマンションを購入しないかと提案してきたらしい。彼女の紹介で知り合った不動産の営業マンに紹介されたそのマンションを相場よりもかなり安い金額で2部屋購入できたとか。一つは夫の住む部屋で、もう一つは賃貸に出して家賃収入を得るためのもの。営業マンには5年で元が取れるし、この部屋はすぐに借り手がつくから空き部屋になることはない。格安になっているのはキャンペーンの今だけだ。と押されてしまい、退職金をすべて突っ込んで購入に踏み切ったという。あの営業マンは最初から騙すつもりだったんだよ。ここら辺は治安も悪いし、駅も遠いし、道も狭くて人気がないんだ。部屋も空き部屋が目立つし、築年数が経っていて修繕費もかなりかかる。誰も買い手のつかない粗悪物件だったんだよ。浮気相手からの紹介ということは、おそらく彼女と営業マンはグルだったのだろう。退職金はもう残ってないし、この家を売りに出そうにも全然売れないんだ。夫は泣きそうな声でそう訴えてきたという。お母さんはね、海外で悠々自適に暮らしてるわよ。もう日本には帰ってこないんじゃないかしら。もう関わらないであげてよ。せっかく楽しい生活を満喫してるんだし。お父さんは自業自得でしょ？因果応報って本当にあるんだね。私、お父さん見てたら悪いことはできないなってしみじみ思うよ。それじゃ。翔子はそう言って電話を切ったとか。結構言うわね、あんたも。海外にいるなんて嘘までついちゃって。だってそのくらい言わないと気が済まなかったのよ。散々勝手なことばっかり言って我慢ならなかったの。これでもうこっちに連絡してくることもないんじゃないかしら。ありがとう。すっきりしたわ。どういたしまして。娘はそう言って私の空いた湯飲みにお茶を入れてくれた。お母さんこれからどうするの？一人で気ままに暮らすつもりよ。お母さん、うちに行きませんか？二人で話していると娘の旦那がそんなことを言う。いいのよ、気を使わないで。いいじゃないお母さん。旦那だってむしろそうした方がいいって言ってくれてるんだから。そうですよ。僕は気なんか使っていませんから。でも、若い夫婦の邪魔はしたくないわ。何言ってるの？お母さん、親子に遠慮はいらないわよ。娘は私の手を強く握ってきた。もう涙なんてとうの昔に枯れたと思っていたけれど、気づけば私の方を伝っていた。ありがとう。お母さんはまだ若いんだから、これからの人生を楽しまないと。第二の人生はまだ始まったばかり。
娘夫婦の優しさが身に染みて、心がほんのり温かくなった。